のささやきの朗読や時刻は夕方を少し回った頃だったと思う。まだ日が落ちきらない中途半端な時間で、窓の外はオレンジ色に染まりかけていた。その日も俺たちはいつものように集まっていた。俺と工藤と遠藤。特にこれといった用事があるわけでもなく、コンビニで買った適当な飯を広げて、どうでもいい話を続けている。いつも通りの時間だった。きっかけは本当に何気ない一言だった。なんかさ、かば焼き食いたくならん？遠藤が弁当の蓋を閉じながらそんなことを言った。ああ、それわかるわ。あのタレのやつな。急に食いたくなるときあるよな。俺がそう返すと、工藤も小さくうなずいた。たださ、どうせ食うなら店でちょろっと食うんじゃなくって、もっと腹いっぱい食いたくね？その一言で空気が少し変わった。それな、どうせなら限界まで食いたいわ。だったらもう、俺たちで取った方が早くね？俺が冗談半分で言うと、遠藤が笑いながら肩をすくめた。いやいや、どこで取るんだよ。川に行って釣るってか？その時だった。工藤が少しだけ間を置いてから口を開いた。大うなぎって知ってるか？大うなぎ？なんだそれ？でっかいやつ？俺が聞き返すと、工藤は軽くうなずいた。まあそうなんだけど、普通のとはちょっと違う。っていうか、別物だな。別物ってなんだよ。遠藤が笑いながら言う。すると工藤は少しだけ声を落として続けた。沖縄にさ、いるんだよ。でっけえのが。一瞬空気が止まった気がした。沖縄？そう。しかもどこにでもいるわけじゃないんだ。場所が決まってる。その言い方が妙に具体的で逆に現実味があった。へえ、じゃあその場所に行けば取れるんだ。まあ、取れるかどうかはわかんねえけど、いるのは確かだな。工藤はそう言って、どこか楽しそうに笑った。どうする？行ってみるか？冗談みたいな話だったはずなのに、なぜかその場の空気は本気だった。そして遠藤が少し考えるような顔をしてから言った。沖縄まで行ってうなぎって意味わかんねえけどな。逆に面白くね？俺がそう言うと、工藤もすぐに乗った。だろ？どうせならやることバカな方がいいって。結局、その場のノリで決まった。沖縄まで行って大うなぎを取る。今思えばその時点でやめておけばよかったのかもしれない。それから数日後、俺たちは本当に予定を合わせて1週間の休みを取った。どうせやるなら中途半端ではなくて本気でやろう。そんな軽い覚悟だけはなぜか揃っていた。空港に向かう途中も最初は完全に旅行気分だった。いや、マジで行くんだな、沖縄。普通に観光すればよかったんじゃない？いや、それじゃつまらんだろ。工藤が即答する。どうせならちゃんと理由ある方がいいって。うなぎが理由ってどうなんだよ。そんなやりとりをしながら俺たちは飛行機に乗った。沖縄に着いた時、最初に感じたのは空気の違いだった。湿気が重い。ただ暑いだけではなく、まとわりつくような湿気がある。なんか空気違くね？空港を出てすぐ、遠藤がそう言った。南国って感じだな。
俺もそう答えながら周りを見渡す。観光客も多くて賑やかな空気が広がっていた。その時点ではまだただの旅行だった。レンタカーを借りて工藤の言う場所へと向かった。最初は海沿いの道を走り、景色も良かった。普通に観光じゃんこれ。遠藤が笑う。だが進むにつれて景色は変わっていった。建物が減り、道が細くなり、周囲は森ばかりになる。やがて完全に山の中へと入った。その途中、俺はふと思い出して地元の人に場所を聞いてみることにした。立ち寄った店でさりげなく名前を出す。あの辺りに川ってありますよね。店員の人は一瞬手を止めた。ああ、あるね。そこって大うなぎとかいるって聞いたんですけど。少し間があった。それから曖昧に笑う。いるにはいるんだけどさ。言葉が続かない。けど俺が聞くと、相手は視線をそらしながら言った。あんまり近づかん方がいいさ。その言い方が妙に軽いのに引っかかった。理由は聞けなかった。聞ける雰囲気ではなかったんだ。それでも俺たちはそのまま向かった。むしろその引っかかりが少しだけ面白く感じていたくらいだった。やがて車は舗装もまばらな道へ入り、そこで俺たちは降りることになった。ここから先は歩きだな。工藤がそう言う。ドアを開けた瞬間、空気が変わった。重い。さっきまでの観光地の空気とは明らかに違う。なんだこれ。遠藤が顔をしかめた。湿気やばくね。俺も同じように感じていた。じっとしているだけでも汗がにじむ。風がほとんどないんだ。足元のぬかるんだ道を進んでいくと、やがて川が見えてきた。そこで自然と足が止まった。なあ。ん？これ川か？見えているのは確かに水だった。だが、色がおかしい。黒い。濁っているというより、底が見えないような暗さだった。流れているはずなのに、水の音がほとんどしないんだ。妙に静かだった。遠藤が小さく言う。なんか嫌な感じすんな。その隣で工藤が少し笑った。いいじゃんいいじゃん。こういうところにいるんだよ。そう言って迷いなく準備を始めた。その様子がやけに手慣れていて逆に違和感があった。仕掛けは単純だった。ペットボトルとロープを使った罠をいくつかのポイントに設置していく。こんなんでいけんのか？俺が聞くと工藤は手を動かしながら答えた。こういうのは場所が大事なんだよ。その言い方に妙な確信があった。一通り設置を終え、その日は引き上げることにした。結果は何もなし。まあ、最初はこんなもんだろ。その夜車の中で俺たちは簡単に飯を済ませた。外はやけに静かだった。沖縄の山なのに虫の声がほとんどしない。風の音も弱い。静かすぎねえか。と遠藤がぽつりと言う。まあ、たまたまだろ。工藤はそう言って笑った。俺もその時は深く考えてはいなかった。そして翌日、俺たちは仕掛けを回収しに再び川へ向かった。最初のポイントは空。二つ目は餌だけがなくなっていた。食われてるな。いるにはいるな。少しだけ期待が膨らむ。そして三つ目。ロープを引いた瞬間、
明らかに何かが引っかかっている感触があった。お、なんか来てるぞ。俺がそう言うと、工藤がすぐに寄ってきた。ほらな。ゆっくりと引き上げる。黒い水面を割って何かが姿を現した。その瞬間、俺は思わず手を止めた。は？それは魚ではなかった。もっとありえないものだった。水の中から引き上げられたそれは真っ赤なハイヒールだった。山奥の川にあるはずのないもの。それなのに不自然なほど綺麗で、まるで今さっきまで誰かが履いてたみたいだった。遠藤が呆れたように言う。なんだよこれ。誰もすぐには触れなかった。その場にそぐわない違和感だけがじわじわと広がる。だがその雰囲気を壊したのはやっぱり工藤だった。いや、これさ。そう言いながら何のためらいもなく手に取った。履けるんじゃね？おい、やめとけって。遠藤が苦笑いする。だが工藤はそのまま靴を脱ぎ、そのままハイヒールに足を入れた。すっと何の引っかかりもなく。一瞬の沈黙。それから工藤が小さくつぶやいた。あれ？どうした？俺が聞くと、工藤はゆっくりとこちらを見て、少し笑いながら言った。これ、ぴったりなんだけど。その言葉が妙に耳に残った。理由はわからない。ただその時ほんの少しだけ嫌な感じがしたのを今でもはっきりと覚えている。真っ赤なハイヒールなんてものが山奥の川から出てくる時点でおかしいはずなのに、その場にいた俺たちはそれをどこか冗談みたいに受け止めようとしていたんだ。いやいや、なんでそれ履けんだよ。遠藤が苦笑いしながら言うと、工藤はその場で軽く足踏みしてみせた。コツッと乾いた音がした。湿った地面の上で鳴るには不自然な、やけに軽い音だった。ほら、普通に歩けるぞ。やめろって、それ、なんか気持ち悪いわ。俺がそう言うと、工藤は、なんだよと笑いながらハイヒールを脱いだ。そのまま近くの石の上に無造作に置く。赤い色だけがやけに浮いて見えた。まあいいや、こんなんじゃねえだろ。もっとでかいのがいるはずだしな。工藤は何事もなかったかのように言って、次の仕掛けへ向かった。俺と遠藤もそれ以上は何も言わずについていった。その後もいくつかの仕掛けを確認したが、まともな獲物はなかった。餌だけがなくなっているものや、ロープが微妙にずれているものばかりで、何かが確実にいる気配だけが残っている。なんか変じゃね？食ってるなら一匹くらい普通にかかるだろう。だよな。俺も同じことを思っていた。その不自然さがじわじわと気持ち悪さを増していた。すると工藤が少し考えるような顔をしてから言った。まあ、でけえのは頭いいからな。そんなもんか？そんなもんだろ。軽い口調だったが、その言い方が妙に引っかかった。一通り見て回った後、俺たちは一度車に戻ることにした。その帰り道、ふと背中に違和感を覚えた。視線、誰かに見られているような、はっきりとした感覚だった。思わず振り返る。だが、そこには何もない。木々と湿った地面と黒い川。それだけだ。どうした？遠藤に声をかけられて、俺はすぐに首を振った。いや、なんでもない。そう言ったものの、その感覚は完全には消えなかった。昼を過ぎる頃には
空気はさらに重くなっていた。湿気がまとわりつき、じっとしているだけでも汗がにじむ。それなのに風はほとんどない。葉も揺れず、音も少ない。なあ、こんなに静かになるもんか。遠藤がまた言う。沖縄ってもっとうるさいイメージあったんだけどな。俺も同じことを思っていた。だが工藤は川の方を見たままボソッと言った。こういう場所もあるって。その声が少しだけ遠く感じた。夕方になり、俺たちはその日の作業を切り上げた。仕掛けはそのままにして、翌日もう一度確認することにした。車に戻ると妙な疲れが残っていた。体力的なものではなく、どこか神経を削られたような疲れだった。その夜、外はやけに静かだった。昼間よりもさらに音が消えている気がする。車の中で横になりながら、遠藤がぽつりと口を開いた。なあ、さっきのヒールどうすんの？言われて思い出す。川辺の石の上に置いたままのあの赤いハイヒール。工藤はスマホをいじりながら答えた。別にいいだろ、そのままで。いらねえし。だよな。遠藤もそれ以上は言わなかった。だが俺はなぜか少しだけ引っかかった。あのまま置いてきていいものなのか。そんな考えが一瞬だけ頭をよぎった。どれくらい時間が経ったのかわからない。ふと違和感で目が覚めた。車内は暗く、エンジンも切れている。遠藤は後部座席で寝ていた。工藤の姿がなかった。工藤？小さく呼ぶ。返事はない。ドアの方を見ると、わずかに開いている。外に出たのか？俺は体を起こし、ドアを開けた。湿った空気がゆっくりと流れ込んでくる。外は暗いが、完全な闇ではなく、ぼんやりと周囲は見える。その中に工藤が立っていた。少し離れた場所で川の方を向いている。何してんだよ。俺が声をかける。工藤はゆっくりと振り返った。だけどその動きがほんのわずかに遅い気がしたんだ。いや、少し間を置いて言う。なんか呼ばれた気がしてさ。その言葉に背筋が冷えた。は？誰にだよ。わかんねえけど、あっちから。そう言って川の方を指さした。その仕草が妙に自然で、逆に気味が悪かった。やめとけって、こんな時間に。俺がそう言うと、工藤はしばらく黙った後、小さく息を吐いた。まあ、そうだな。そう言ってこちらに戻ってくる。その時、ほんの一瞬だけ気づいた。歩き方が少しだけおかしかったんだ。引きずるような違和感のある動き。だがその場では何も言わなかった。翌朝、俺たちは再び川へ向かった。空気は相変わらず重い。だが、それ以上に気になったのは工藤の様子だった。妙に無口で、どこか上の空に見える。川に着くとすぐに水面をじっと見つめたまま動かなくなった。おい、行くぞ。遠藤が声をかけると少し遅れて返事が返ってくる。ああ。その声にはどこか実感がなかった。仕掛けを確認しながら、俺は何気なく工藤の足元に目をやった。そこでハッとした。なあ、お前、昨日川に入ったか？工藤は少し考えてから首を振った。いや、入ってねえけど。じゃあ、それなんだよ。俺が指さす。
工藤の片足、昨日ヒールを履いていた方だけが明らかに濡れていた。それもさっき水に入ったみたいな濡れ方だったんだ。あれ？工藤も気づいたようで眉を潜める。なんだこれ？いや、こっちが聞いてんだけど。遠藤も覗き込む。寝ぼけて歩いたんじゃねえの？いや、それはねえだろ。そう言いながらも、工藤は納得していない様子だった。だが、それ以上深く考えようとはしなかった。考えたくなかったのかもしれない。その日、三人とも明らかに口数が減っていた。何かがおかしいと分かっているのに、それを言葉にしない。そんな空気だった。昼を過ぎ、残る仕掛けはあと一つになった。少し離れた場所にあるポイント。最後、行くか。遠藤がそう言う。誰も反対はしなかった。川沿いを歩く。その途中で、またあの感覚が来た。背中に突き刺さるような視線。今度ははっきりと分かった。なあ。思わず声が出る。なんか見られてないか？言った後に気づいた。誰も否定しなかったんだ。工藤も遠藤も。ただ黙っていた。その沈黙が何よりも気持ち悪かった。川沿いを進む足取りは自然と遅くなっていた。誰もやめようとは言わない。けれど全員が同じものを感じているのは分かった。背中に刺さるような視線。振り返っても何もいないのに、確かにいると分かる感覚。湿った空気は変わらないはずなのに、なぜか少しだけ冷たく感じられた。やがて、最後の仕掛けを設置した場所が見えてきた。川が緩やかにカーブしている地点で、周囲より少しだけ開けている。そこに足を踏み入れた瞬間、空気が止まった気がした。風もないし、音もない。さっきまでかすかに聞こえていたはずの葉の擦れる音すら消えていた。なあ。遠藤が小さくつぶやく。その声さえ妙に遠く感じた。あれ。視線の先を追う。そして俺もそれを見た。川の中に女が立っていたんだ。真っ赤なワンピース。それだけが異様なほどはっきりと目に入った。水は膝より上まであるはずなのに、服はほとんど濡れていないように見える。長い髪が顔を覆っていて、表情はわからない。けれど、見られている。そうとしか思えなかった。動いていないのに、確かにこちらを見ているとわかる。誰だよあれ。遠藤の声は明らかに引きつっていた。俺も何かを言おうとしたが、声が出なかった。その時横で足音がした。水を踏む鈍い音。振り向くと、それは工藤だった。何も言わずに川へと足を踏み入れている。おい、何してんだよ。声をかける。だが反応がなかった。工藤はただ前を見たまま、もう一歩ゆっくりと進む。その動きがどこかぎこちなく見えた。おい。遠藤も声を上げる。それでも止まらなかった。そして小さく、いた。そうつぶやいた。そしてその声は、俺たちに向けられたものではなかった。その瞬間、違和感の正体に気づいた。歩き方がおかしいんだ。普通に歩いているように見えるのに、どこかずれている。よく見ると、片足だけが不自然に前に出ている。自分の意志で動かしている動きではなかった。まるで何かに引っ張られているみたいだった。おい、戻れって。遠藤が駆け寄り、
工藤の腕を掴んだ。その瞬間、遠藤の表情が歪んだ。なんだこれ。どうした？重い。異常な重さだったんだ。ただ引っ張られているだけではない。何か別の力が確実に向こう側へと引いている。よく見ると、工藤の体は後ろに引かれているのに、足だけが前に進んでいた。ずるっ、ずるっと、水の中で何かが動くような音がする。視線を落とす。工藤の足。ヒールを履いていた方の足が水の中で沈んでいる。いや、沈んでいるんではなかった。何かに掴まれているんだ。そうとしか思えなかった。見えないのに、そこにあるとわかる。やばい、引っ張られてるぞ。俺も駆け寄って工藤の肩を掴んだ。二人で引く。だけど動かない。それどころか少しずつ前に進んでいるんだ。おい工藤、戻れ。遠藤が叫ぶ。だが工藤は反応しない。ただ前を見たまま、ゆっくりと川の奥へと進んでいく。その瞬間、水面がわずかに揺れた。工藤の足がさらに沈む。膝のあたりまで一気に引き込まれた。やばい。遠藤の声で体が勝手に動いた。とにかく引く。全力で。腕がきしむ。バランスなんて考えない。ただ、引き戻すことだけを考えた。次の瞬間、ずるっと何かが外れる感触があった。そのまま三人とも後ろに倒れ込む。俺たちはしばらく動けなかった。息だけが荒く、やけに大きく響いた。恐る恐る川の方を見る。さっきまで確かにいたはずの女は、もうどこにもいなくなっていた。風が戻る。遠くで虫の声が聞こえ始める。それはまるで何事もなかったかのように。おい、大丈夫か？工藤はしばらくぼんやりとしていたが、やがてゆっくりと顔を上げた。あれ？何してたかわかるか？俺が聞く。工藤は少し考えてから首を振った。いやー、ごめん、わかんねえ。その答えに背筋が冷えた。ふと足元に目が行く。工藤の足。そこにははっきりと跡が残っていた。ヒールを履いていた側の足首に締め付けたような跡。しかもそれだけではない。反対側の足にも指で掴まれたようなくっきりとした跡がついていた。遠藤がそれを見て小さくつぶやく。まだ話してねえな。その一言で空気がまた冷えた気がした。だけどそれ以上は何も言わず、俺たちはその場を離れた。仕掛けはそのままにしてしまった。もうどうでもよくなったんだ。車に戻ると、ようやく現実に戻った気がした。ドアを閉めた瞬間、外と切り離されたような感覚があった。エンジンをかける。音がする。それだけで少し安心した。しばらくは誰も何も言わなかった。ただ車だけが走る。山道を抜け、少しずつ見慣れた景色へと戻っていく。やがて工藤がぽつりとつぶやく。はあ。その声はいつもの調子だった。結局、大うなぎ食えなかったな。その言葉に遠藤がすぐに返した。お前のせいでな。そのやりとりが妙にいつも通りで、逆にさっきまでの出来事が現実じゃなかったみたいに感じた。車はそのまま走り続ける。沖縄の山を抜けて町の方へと戻っていく。その時ふと感じた。
視線。バックミラーでもない。横でもない。もっと近く。車の中にいるような感覚。一瞬背筋が冷えた。だが前を見ると、工藤と遠藤がいつもの調子でくだらない話をしている。それを見ているうちに、その感覚も少しずつ薄れていった。まあ、いいか。小さくつぶやく。何に対してかは自分でもわからなかった。その後、俺たちは空港へと向かい、そのまま地元へと戻った。そして、結局近くのうなぎ専門店に入って、普通にかば焼きを食べた。あれだけ騒いで、わざわざ沖縄まで行って、やったことは結局いつもと同じだった。ただ、あの川のことを誰も話題にはしなかった。そして今でも、ふと思うことがある。あの時、もし手を離していたら、もし、あのまま工藤が連れて行かれていたら、あんまりそのことを考えないようにしている。深夜11時、俺と遠藤と工藤の3人はその夜、地元では有名なとある自殺スポットに来ていた。俺らの住む町から2時間ほど車を走らせると太平洋に出る。そこから海岸沿いの道を少し走ると、ちょうどカーブのところでガードレールが途切れていて、崖が海に向かってぐんとせり出している場所がある。崖から海面までの高さは素人目で目測してだいたい50メートルくらい。ここが問題のスポットだ。もしもあそこから海に飛び込めば、下にある岩礁にかなりの確率で体を打ちつけて、すぐに天国に向けて U ターンできるだろう。そしてここは実際にたびたび U ターンラッシュが起きる場所でもあるらしい。道連れ岬。それがこの崖につけられた名前だった。俺らは近くのトイレと駐車場のある休憩箇所に車を止め、歩いてその場所へと向かった。そういやさ、なんでここって道連れ岬って言うんかな。俺は崖までのちょっとした上り坂を歩きながら、今日ここに俺と遠藤を連れてきた張本人である工藤に聞いてみた。知らね。工藤はそう言って、うははと笑う。遠藤はその隣であくびを噛み殺していた。まあでもな、噂だけどよ。ここに来るとなんか無性に死にたくなるらしいぜ。どういうこと？俺が聞いた話の一つにはさ、前に俺たちみたいに3人で、ここに見物しに来た奴らがいたらしいんだ。で、そいつらの中で、一人が突然変になって、崖から飛ぼうとしたんだとよ。で、それを止めようとしたもう一人も、巻き添え食らって落ちちまった。巻き込まれた奴はいい迷惑だな。遠藤が噛み殺し損ねたあくびと一緒に小さくつぶやいた。眠いのだろう。ちなみに、ここまで運転してくれたのは遠藤だ。そういうスポットに行くときはいつも、オカルトマニアの工藤が提案し、俺が賛同し、遠藤が足に使われるのだった。いや、実際いい迷惑どころじゃねえんだよな。実際死んだの、その止めに入ったやつ一人らしいんだ。はいと言ったのは俺だ。だってそれは理不尽と感じるしかない。飛ぼうとした人ではなくて、止めに入った人だけが死ぬなんて。詳しいことはそんな知らねえけどさ、多いらしいぜ。同じような事件。と俺。その同じような事件ってのは、どこまで同じような事件なんだ？興味が湧いたのか、遠藤が聞く。知らねえ。あんまり詳しく聞かなかったからな。お、そこだよ。話しているうちに俺らは、
カーブのガードレールが途切れている箇所まで来ていた。そこから先は、俺たちの乗ってきた軽自動車が横に2台ギリギリで止まれるほどのスペースしかなかった。近くに街灯があったけれど、電球が切れているのか、中途半端な光量が逆に不気味さを演出していた。ザンと下の方で波が岩を打つ音が聞こえる。誰もいねえな。遠藤は心底つまらなそうだ。まあ、他の噂だと、崖の下に何人も人が見えるんだとか、手が伸びてくるだとか。と言いながら、工藤がガードレールをまたぐ。ガードレールの向こう側は安全ロープなども一切張っておらず、確かに、どうぞお飛びくださいといった場所ではあった。おい工藤、危ないって。いきなり飛びたくなったらどうすんだよ。俺の忠告を無視し、工藤は崖の縁に立って下を覗き込んだ。おー、すげえすげえ。この野郎め、そのまま落ちてしまえばいいのに。死にたくなったら一人で飛べよ。遠藤はそう言って、崖に背を向ける形でガードレールに腰掛け、車から持ってきたジュースの入ったペットボトルに口をつけた。俺はというと、どうしようかと迷った挙句、一応ガードレールを乗り越えて、何かあった時にすぐ動けるように待機しておく。しばらくして、じろじろと海を覗き込んでいた工藤が急に立ち上がった。なんもねえな。なあ、ところでお前らさ、今死にたくなったりしてるか？どんな質問だよ、と思いながらも、俺は別に、と首を横に振った。遠藤は工藤に背を向けたままで、死ぬほど帰りてー、と言った。工藤が自分の右手にしている腕時計で時間を確認する。でもよ、ここまで来て何も起こらないまま帰るってのもな。なあ、もうちょっと粘ってみようぜ。一人で粘っとけよ。冷たいこと言うなよ、遠藤。俺とお前の仲じゃんか。ほら、暇なら星でも見てろよ。死にたくなる。漫才コンビは今日も冴えている。というわけで、俺らは20分という条件付きで、もう少しだけここで起きるかもしれない何かを待つことになった。それから俺ら3人は並んでガードレールに腰掛け、崖側に足を伸ばして座っていた。俺はボケーっと空を見上げ、遠藤は腕を組んで目をつむり、工藤はせわしなく周りを見回している。やべ、俺ちょっくらトイレ行ってくるわ。10分くらい経った時、工藤がそう言って立ち上がって、車を止めた休憩所に向かって歩いていった。隣を見ると遠藤は、先ほどから目を閉じたまま、ピクリとも動かなかった。俺はまた空を見上げた。先ほど工藤が言っていた、この崖にまつわる話をふと思い出した。この崖に来ると、無性に死にたくなるというのは本当だろうか。今のところ自分の精神に変わりはない。道連れ岬って言うんだろ、ここ。実際隣から声がしたので、遠藤の声だと分かっていても、俺は驚いて実際腰が浮いた。何？いきなりどうしたん？いや、ちょっとな。近くにある街灯の光が遠藤の表情をわずかに照らす。遠藤は未だ目を開いていなかった。さっき工藤が言ってたろ？一人が飛ぼうとして、二人が落ちて、一人が死んで。なんかしっくりこなくてな。考えてたんだ。で、わかった？さあ、わからん。ただの尾ひれのついた噂話か。そもそも全部が超常現象の仕業っつうなら、俺が考えなくてもいいんだがな。
そうだね。遠藤が何に引っかかっているのかわからなかったので、適当に返事をしておいた。遠藤はそれ以降何も言わなくなった。本当に眠ってしまったのかもしれない。しばらく経って誰かの足音に俺は振り返った。工藤だ。工藤が坂の下からこちらに歩いてきていた。だいぶ長いトイレだったような気がする。俺は工藤が来たら、もうそろそろ帰ろう、と提案する気でいた。しかし歩いてくる遠藤の様子に、俺は、おやと思った。工藤はふらふらとおぼつかない足取りだった。どことなく様子がおかしい。俺は立ち上がった。おーい、工藤、どうした？俺の声にも工藤は反応しない。うつむいて、左右に揺れながら歩いてくる。おい。工藤は俺らのそばまで来ると、黙ってガードレールをまたぎ、俺と遠藤の横を通り過ぎた。表情はうつろで、その目は前しか見ていない。三角定規の形をした崖の先端。そこから先は何もない。工藤は振り向かない。悪ふざけをしているのか、工藤の背中、崖の先に続く暗闇、海。何かがおかしい。その瞬間、体中から油汗が吹き出た。おい、工藤！俺は工藤を引き戻そうと手を伸ばした。けれど、工藤に近づこうとした俺の肩を誰かが強く掴んだ。振り返る。それは遠藤だった。やめろ。遠藤の声は普通だった。いや、でも工藤が。あれは工藤じゃない。え？遠藤の言葉に、俺は崖の先端に立ち、こちらに背を向けている人物を見つめた。今は後ろ姿だが、あれはどう見たって工藤だ。さっきまで一緒にいた工藤だ。今は何時だ？遠藤が俺に向かって言う。その額にも油汗が浮かんでいた。答えろ。今は何時だ？遠藤は真剣な表情だった。俺はわけがわからなかったが、自分の腕時計を見て、11時40分と言った。だろ？だったらあれは工藤じゃない。俺は遠藤が何を言っているのかわからず、かといって、俺の肩をつかむ遠藤の腕を振りほどくこともできず、ただ目の前の工藤らしき人間を凝視した。あれは工藤ではない？じゃあ、誰だと言うんだ？時間がどうした？あいつが工藤だと思ったから伸ばした俺の腕、開いていた手のひら。迷いと混乱と疑心によって、俺は一旦腕を下ろした。その時目の前のそいつが振り向いた。首だけで180度ぐるりと。そいつは笑っていたんだ。顔の中で頬だけが歪んだ気持ち悪い笑み。それは工藤の顔で。その笑みで俺も分かった。あれは工藤ではない。そいつは俺と遠藤に気持ちの悪い笑みを見せると、そのまま首だけ振り向いたままの姿勢で飛んだんだ。あ！俺は思わず口に出していた。頬だけで笑いながら、そいつはあっという間に俺らの視界から消えた。何かが水面に落ちる音はしなかった。飛んだ。俺はしばらく唖然としていた。口も開きっぱなしだったと思う。突っ立ったままの俺の横を抜けて、遠藤が数十メートル下の海を覗き込んだ。何もいねえな。浮かんでも来ねえぞ。俺は何も返せなかった。遠藤はそんな俺の横をまた通り過ぎて、おい行くぞ。工藤は大丈夫だ。そう言ってガードレールをまたぎ、車を止めた休憩所への下り坂を足早で降り始めた。俺もそこでようやく我に返り、
崖の下を覗くか、遠藤についていくか迷った挙句、急いで遠藤の後を追った。遠藤、警察は？まだいい。遠藤は休憩箇所まで降りると、車を通り過ぎ、迷うことなく男子トイレに入った。俺も続く。トイレに入った瞬間、俺はハッとする。洗面所の鏡の前で、工藤がうつ伏せで倒れていた。俺は工藤がそこにいることがまだ信じられないでいた。たとえ工藤ではなくても、ついさっき工藤の形をしたものが、確かに崖から飛んだんだ。おいこら工藤！遠藤がかがみ込み、寝ている工藤の左側頭部を軽くノックする。三度目で工藤は目が覚めた。いて！何？てか、ここどこだ？工藤だ。紛れもなくこれは工藤だ。俺は確信した。急に、どっと安堵の気持ちが押し寄せてきて、俺は上半身だけ起こした工藤の背中を一発蹴った。いて！何？俺か？俺が何かしたんか？何かしたも何も、俺は工藤に何と説明したらいいものかと考えて、結局そのまま言うことにした。工藤が、工藤にそっくりな奴がな、俺らの目の前で崖から飛んだんだ。工藤は目をパチパチさせ、はぁ？嘘？マジかよ俺、死んだの？やっべえ、すっげえ見たかったのに、その場面。工藤だ。こいつは紛れもなく、工藤すぎるほど工藤だ。呆れて笑いが出るほどだった。おい、お前ら、帰るぞ。遠藤が言った。そんな面白いことあったんだったら、まだ言おうぜ。俺だけ見てないの損じゃん。うるせえ、20分は経った。俺は帰る。俺の車で帰るか、ここに残るのかはお前ら次第だ。そう言って遠藤はトイレから出て行こうとした。けれど何かを思い出したように立ち止まり、ああ、そうだ、忘れてた。と独り言のようにつぶやくと、つかつかと洗面台の前に戻ってきた。ビシッと、深夜のトイレ内に異様な音が響いた。遠藤が手にしていたペットボトル。遠藤はその底を持ち、一番硬い蓋の部分をまっすぐ洗面所の鏡に叩きつけたんだ。蜘蛛の巣状に白い亀裂の入った鏡は、もう誰の顔も正常に映すことはない。俺と工藤は石のように固まっていた。遠藤は平然とした顔で鏡からペットボトルを離すと、俺ら二人に向かってもう一度、ほら、帰るぞ、と言った。俺と工藤は黙って顔を見合わせ、遠藤の命令に従って急いでトイレを出て車に乗り込んだ。結局警察は呼ばなかった。誰も死んでない。俺らは何も見てない。遠藤がそう言ったからだ。帰り道、後部座席でいろいろと騒いでいた工藤がいつの間にかに寝ているのに気づいた後、俺はそっと遠藤に聞いてみた。なあ遠藤、どうしてあれが工藤じゃないって分かったん？あれってどれだ？俺たちの目の前で飛んだ工藤そっくりなやつ。ああ。顔も、服装も、体格も、絶対あれは工藤だったと思う。どこで見分けたんかなって思ってさ。すると遠藤は、ハンドルを握っている自分の左手首を指さし、あいつの時計がな、左手にしてあったんだ。と言った。いつも工藤はな、右手に時計をつけるんだ。今日もそうだった。は？だからおかしいと思って注意して見てみたんだ。そしたらな、文字盤が逆さだったんだ。1時20分。それだけだ。
11時40分、1時20分、鏡合わせ。そうか、だから鏡を割ったんだ。ん？ああ、いや、あれはただの鬱憤話だ。嫌なもん見たしな。はぁ？遠藤は、鬱憤話などするようなやつではないが、まあそれはいいとしよう。しかしまあ遠藤よ、お前は一体どんな観察力をしてんだ、と俺は思った。普通だったら気づかない。そんなところには目もいかない。絶対に。その証拠に、俺はあいつが工藤じゃないとわからなかった。でも本当に警察呼ばなくてよかったんかなと俺が言うと、遠藤は首を横に振った。俺らは何も見なかった。工藤は死んでない。それでいいだろ。確かに、それでいいのかもしれない。遠藤に言われると、そんな気がしてくるから不思議だ。それに、きっと死体は出ない気がする。あくまで俺の勘だけれど。しかしな、もしかするとあのまま手を伸ばしていたら、お前、逆に引っ張り込まれてたかもな。何気ない口調で、遠藤は恐ろしいことを言った。俺は一気に背筋が凍りついた。道連れ岬とはよく言ったもんだ。そう言って遠藤は大きなあくびをした。後ろで工藤が何か意味不明な寝言を言った。俺はブルッと一回体を震わした。生きててよかった。そういやな、俺今めっちゃ眠いんだけどよ。これ事故って道連れになったらごめんな。と遠藤が言った。多分冗談だろうが、俺はうまく笑えなかった。遠藤の運転する車は俺らの住む町を目指して、深夜に人気のない道を少しばかり蛇行しながら走るのだった。深夜11時を少し回った頃だったと思う。俺と工藤と遠藤の3人は人気のない峠道を車で走っていた。街灯はほとんどなく、ヘッドライトに照らされたアスファルトだけがやけに白く浮かび上がっている。ガードレールの向こうは完全な闇で、どこまで落ちているのかもわからない。運転席には遠藤がいて、いつも通り無駄なことは一切喋らず、ただ静かにハンドルを握っている。助手席の俺はぼんやりと前を見ていて、後部座席では工藤が靴を脱いで、だらしなく足を伸ばしていた。そんな単調な時間がしばらく続いた後、不意に工藤が思い出したように声を上げた。なあ、この先なんだけどさ、有名なところあんだよ。どうせろくでもない話だろうと思いながら、俺は軽くため息をついてから少しだけ振り返った。またその流れかよ。どうせ心霊スポットだろ。俺が半分呆れたように言うと、工藤は待ってましたとばかりに口元を緩めた。正解。峠道の途中にさ、一軒だけ家があるんだわ。周りに何もないのに、そこだけポツンと。その言い方が妙に具体的で、俺はなんとなく前方の暗闇に視線を戻した。遠藤は何も言わないが、ミラー越しに一瞬こちらを見た気がした。工藤はそのまま楽しそうに話を続ける。昔そこで無理心中があったらしくてさ、夜中に行くと子供の霊が出るって話なんだ。ありがちな内容だなと思いながら、俺は軽く肩をすくめた。まあ、よくあるやつだな。すると工藤は少しだけ声のトーンを落として、わざと間を置いてから続けた。でもさ、それだけじゃねえんだよ。入られるらしいぜ。は？俺が思わず聞き返すと、工藤は面白がるように言葉を重ねた。
体乗っ取られるってやつ。ほら、映画とかでもあるだろ。冗談だと分かっていても、運転中に聞く話としては、あまり気分がいいものではなかった。俺は小さく息を吐いてから前を向いた。やめろって、遠藤が事故ったらどうすんだよ。その名前を出されて、工藤は前に身を乗り出しながら、運転席の方へと声をかけた。大丈夫だよな、遠藤。遠藤は一瞬だけミラー越しにこちらを見て、すぐに前へと視線を戻した。その話はやめろ。短い一言だったが、それ以上は何も言わせない空気があった。工藤は、はいはい。と笑いながらシートに背を預けると、まだ話し足りない様子で続けた。でもさ、こういうのってビンタとかしたら戻るんじゃね？ほら、ドラマとかでよくあるじゃん。その軽口に、俺は呆れたように笑いながら首を振った。そんな都合よくいくかよ。すると、そのやりとりにかぶせるように、遠藤がぽつりとつぶやいた。役割が残ってるなら戻らないぞ。その言葉に少しだけ引っかかりを覚えて、俺は聞き返そうとした。けれど遠藤はそれ以上は何も言わず、ただ前を見たままハンドルを握り続けていた。しばらくして遠藤が小さく口を開いた。この辺だな。それに合わせて車の速度がゆっくりと落ちていく。後部座席で工藤が身を乗り出した。ほら、もうすぐ見える。俺もつられて前を見た、その時だった。道の脇にポツンと家があった。本当にそこだけ切り取られたみたいに、周囲の闇の中に浮かんでいる。街灯もないのになぜか輪郭だけははっきりと見えた。それは古びた木造の家で、窓は暗い。人の気配なんてあるはずもない。なのに、俺は思わず小さく声を漏らしていた。なんか見えなかったか？何が？工藤が覗き込む。そして俺は少し迷ってから答えた。窓、今一瞬だけ誰か動いた気がして。そう言いながらも自分でも曖昧だと思った。もう一度見てもそこには何もない。ただの暗い窓だ。気のせいじゃねん？工藤はあっさりと言った。遠藤は何も言わない。ただ、ほんの少しだけブレーキを踏みながら、その家の前をゆっくりと通り過ぎていく。通り過ぎるその一瞬、妙な感覚があった。見られているとかではない。もっと近い、中に引き込まれそうな、そんな感じ。思わず息を止めたが何も起きない。そのまま車は家を通り過ぎていった。数秒の沈黙の後、後ろから工藤の声がした。なあ、どうする？戻るか？振り返ると楽しそうに笑っている。せっかく来たんだしさ、通っただけって一番つまんなくねえか？俺は少し考えてから前を向いたまま言った。いや、もういいだろう。だが工藤は引かなかった。いやいや、こういうのは降りてなんぼだろう。外から見るだけでもいいからさ。その言い方に少しだけ間が空いた。遠藤は何も言わない。ただ、ハンドルを握ったまま前を見ている。やがて小さく息を吐いた。たくよ、降りるだけだぞ。その一言で決まった。マジで？よっしゃ！工藤が嬉しそうに身を起こした。車はゆっくりと減速し、さっきの家の少し手前で止まった。エンジンが切られると、さっきまで当たり前にあった音が一気に消えて、妙な静けさだけが残る。ドアを開けて外に出た瞬間、空気がやけに冷たく感じた。風はないのに、肌にまとわりつくような冷たさだった。
目の前にはあの家。近くで見ると、さっきよりもずっと現実的で、そしてどこか不自然だった。古びた木の壁、閉じられた窓、そして玄関の扉が少しだけ開いている。それに気づいた瞬間、工藤が小さく笑った。開いてんじゃん。お出迎えってか。やめろって。俺は思わずそう言ったが、視線は扉から離せなかった。遠藤は黙ったまま、その隙間をじっと見ている。そして少しの沈黙の後、工藤が振り返った。なあ、入るか？軽い調子だったが、その目は完全に好奇心に引っ張られていた。俺は一瞬だけ迷った。けれど、ここまで来て引き返すのも妙な気がする。5分だけな。俺がそう答えると、工藤が満足そうに笑った。遠藤は何も言わなかったが、そのまま玄関へと歩き出した。扉に手をかける。軽く押すと、ギーッときしむ音を立てながら、ゆっくりと開いた。中は暗い。懐中電灯で照らすと、普通の家だった。靴箱があって、廊下があって、生活の跡がそのまま残っている。普通だな。俺が小さくつぶやくと、いやいや、こういうのが一番出るんだよ。そのまま、何の躊躇もなく、リビングへと入っていった。俺と遠藤も後に続いた。リビングに入った瞬間、妙な違和感を覚えた。テーブルの上に食器が並んでいる。きちんと整えられた3つの皿。その時だった。テレビがプツッと音を立ててついた。3人同時に振り向く。砂嵐ではない。普通に番組が流れているんだ。誰もいないのに。え？電気来てんのかよ。工藤がつぶやいた。でも俺はそれどころではなかった。視線はずっとテーブルの上にあったんだ。なあ、これ。思わず声が出る。遠藤が静かに聞き返した。どうした？俺はゆっくりと言葉を選んだ。家族で3つっておかしくないか？一瞬の沈黙。その後工藤が軽く笑った。じゃあ俺、子供な。何気ない一言だった。ただの冗談のはずだった。でもその瞬間、テレビの音がふっと小さくなった。そしてどこかから小さな声が聞こえた。お母さん？その声は確かにこの家の中から聞こえた。お母さん？その声がはっきりと耳に届いた瞬間、俺たちは3人とも動きを止めた。テレビはついたまま、誰も見ていないのに番組だけが淡々と流れている。さっきまでただの古い家に見えていた空間が急に別の場所に変わったような感覚があった。最初に口を開いたのは工藤だったが、その声にはさっきまでの軽さが少しだけ残っていなかった。今の誰だよ。冗談っぽくは言っているが、明らかに様子を探っている言い方だった。遠藤は何も答えず、ゆっくりと視線だけを動かして部屋の中を確認している。その動きには無駄がなく、むしろ状況を測っているように見えた。俺は思わず天井の方を見上げながら小さく言った。上か？そう口にした瞬間だった。ギシッと古い木がきしむような音がはっきりと2階から響いた。3人同時に視線が上へ向く。その短い沈黙の後、遠藤が低くつぶやいた。いるな。その一言で、さっきまで曖昧だった何かが一気に現実味を帯びた。やめとけって、普通に。
俺はそう言ったが、自分でも声が少しこわばっているのが分かった。だが、工藤はその言葉を聞き流すように、すでに廊下の方へと体を向けていた。ちょっとだけ見てくる。おい！止める間もなく、工藤はさっさと部屋を出て行ってしまった。足音が廊下に響き、やがて階段を登る音に変わる。ギシッ、ギシッと古い家特有の音が妙に大きく聞こえた。遠藤は小さく息を吐くと短く言った。行くぞ。結局俺たちも後を追うしかなかった。2階へ上がると1階よりもさらに暗く感じた。懐中電灯の光が届く範囲だけが現実で、その外側はすべて何かが潜んでいそうな気配を帯びている。廊下の奥に扉の開いた部屋が一つだけあった。その前で工藤が立ち止まっている。背中越しに見てもわかるくらい不自然に静止していた。おい、どうした？俺が声をかける。すると工藤はゆっくりとこちらに振り返った。その顔を見た瞬間、思わず息が詰まった。笑っているんだ。だがそれはいつもの工藤の笑い方ではない。口元だけが歪んでいて、目だけが全く笑っていないんだ。なあ。工藤が言う。声がわずかに高い。ここ、子供部屋だって。その言葉に背筋がじわりと冷たくなった。戻ろうぜ。俺は反射的にそう言ったが、足はその場から動かなかった。工藤はそのまま何の迷いもなく部屋の中へと入っていく。結局、俺たちも続いた。部屋の中は思っていたよりも普通だった。小さな机に本棚、床には古びたおもちゃがいくつか転がっている。ただ、妙に生活感が残りすぎているのが逆に不気味だった。そして壁に一枚の絵が貼られているのが目に入った。それはクレヨンで描かれた子供の絵。父親、母親、子供。3人並んで笑っている。3人か。俺は無意識にそうつぶやいていた。その時隣で遠藤が静かに言った。違う。は？よく見ろ。言われてもう一度目を凝らす。最初は気づかなかった。でもよく見ると母親の横にもう一人分のスペースがある。線はぐちゃぐちゃに塗りつぶされていて、まるで消されたみたいになっている。これ。言葉が詰まる。一人消えてる。その瞬間だった。コツンと後ろで小さな音がした。振り返る。廊下の暗闇。誰もいない。それなのに、コツコツと小さな足音がこちらに近づいてくる。音だけがはっきりと。来るぞ。遠藤の声が低く落ちた。その時すぐ横で工藤がぽつりとつぶやいた。ねえ。ゆっくりとこちらを見る。その目はもう完全に別のものだった。ねえ、お母さんどこ？違う。俺は思わず叫んでいた。俺じゃねえ。その瞬間、空気がピンと張り詰めた。そして工藤の表情が一瞬だけ歪んだ。なんで？低い声だった。さっきまでの甘えた響きとは違う、どこか冷たい声。なんでいないの？コツ、コツっと足音が止まる。ちょうど部屋の入り口のあたりで。見えないのにわかる。そこにいる。降りるぞ。遠藤が短く言った。ここはまずい。
俺は黙ってうなずいて工藤の腕を掴んだ。冷たい、さっきまでの体温ではない。行くぞ。強引に引っ張ると一瞬だけ抵抗された。その時、遠藤が一歩前に出て、はっきりと言った。そいつは母親じゃない。その言葉が空気を切る。何かがほんのわずかに揺れた気がした。その隙に工藤の体から少し力が抜けた。俺はそのまま腕を引いて部屋の外へと飛び出した。階段を駆け下りる。後ろから足音がついてくる。コツ、コツ、コツとさっきよりも早く。1階に降りると同時に玄関が視界に入る。出るぞ。その瞬間だった。リビングのテレビがバチッと音を立てて画面を切り替えた。思わず振り返ってしまった。そこに映っていたのはさっき見たあの家族の絵だったんだ。ぐちゃぐちゃに塗りつぶされていた部分がゆっくりと形を取り戻していく。息が止まった。その時後ろから何かが伸びてきた。それは小さな手が工藤の服をしっかりと掴んでいたんだ。遠藤が低くつぶやいた。まだ足りてないんだ。遠藤の低い声がはっきりと耳に残った。その言葉の意味を考えるよりも先に目の前の現実が動いた。工藤の体がぐっと後ろに引かれた。俺は反射的にその腕を掴んだ。だけど振り返るがそこには誰もいなかった。それなのに確実に何かが工藤を引いている。床の上にずるりと擦れるような跡が伸びていく。離すなよ。遠藤が叫んだ。それは今まで聞いたことがないくらいはっきりとした強い声だった。そいつを渡すな。わかってるよ。俺も叫び返しながら必死に工藤を引き寄せた。だが力が強い。見えない何かが確実に向こう側へと引き込もうとしている。その時工藤の口がかすかに動いた。やだ。小さな声だった。それはさっきまでの求める声とは違う。もっと切実でどこか泣きそうな声。やだ、やだよ。その一言で背筋が凍った。さっきまで迎える側だったものが今は残される側になっているんだ。やだ、言っちゃやだ。その声は俺たちに向けられているわけではなかった。まるでこの家に置いていかれそうな何かが必死にすがっているみたいだった。そういうことか。遠藤が低くつぶやいた。その視線は工藤ではなく家の奥の暗闇を見ている。最初から足りなかったんじゃない。は？どういうこと？俺は思わず聞き返した。すると遠藤は短く言った。一人、外に出てるんだ。俺はその言葉で理解してしまった。この家は家族を作る場所ではない。元に戻そうとしている場所だ。欠けたまま終わった家族を無理やり揃えようとしているんだ。工藤！俺は叫んだ。お前はそっちじゃねえ。戻れ！その声にほんの一瞬だけ工藤の動きが止まった。目がわずかに焦点を取り戻した。俺は…その瞬間だった。遠藤が一歩踏み込んだ。迷いは一切なかった。バチンと乾いた音が家の中に鋭く響いた。それは強いビンタだった。工藤の顔が横に揺れる。そのまま一瞬完全に動きが止まった。そして遠藤ははっきりと言い切った。戻れ！低く、だが揺るがない声だった。お前の場所はこっちだ。
その言葉はただの呼びかけではなかった。ここにいるべき位置を断定する声だった。次の瞬間、工藤の体から力が一気に抜けた。引っ張っていた力も同時にふっと消える。床に伸びていた擦れた跡もそこで途切れた。静寂が戻る。さっきまで確かにあった気配が嘘みたいに消えていた。テレビも消えている。家はただの古い家に戻っていた。さあ、行くぞ。遠藤が言った。俺はうなずき、崩れた工藤の体を支えながら玄関へと向かった。誰も振り返らなかった。外に出た瞬間、空気が一気に軽くなった気がした。さっきまでまとわりついていた重さがスッと消えている。車に戻り、エンジンをかける。ライトがつき、現実が戻ってきた。そのまま峠道を降り始めた。そしてしばらくすると、後部座席から小さな声がした。何だったんだ、今の。振り返ると、工藤が目をこすりながら起き上がっていた。覚えてるのか？俺が聞くと、工藤は少し考えてから首を振った。いやー、途中から変な感じで、よくわかんねえ。それ以上は思い出せないらしい。家族だな。前を見たまま、遠藤がぽつりと言った。は？足りない家族を戻そうとしていたんだ。淡々とした説明だったが、妙に納得できてしまう。戻すって？誰かが一人欠けたまま終わっているんだ。そして少し間を置いてから、だから近くにいるやつで埋めようとするんだ。俺は何も言えなかった。思い返せばあの時、ほんの一瞬だけ自分が母親として呼ばれている気がしていた。じゃあさ、後ろから工藤が言う。結局完成しなかったってこと？その問いに遠藤は少しだけ考えてから答えた。ああ、未完成のままだ。車はそのまま峠を下っていく。遠くに街の明かりが見えてきた。やっと終わった。そう思ったその時だった。遠藤がほんの少しだけ間を置いてからこう言ったんだ。だから助かった。その一言で全てがつながった気がした。テーブルに並んでいた三つの皿、消されていた一人分の絵、そしてあの足りないという言葉。もしあの時家の中でもう一人分が揃っていたら、もし俺が振り返ってあの声に応えていたら、考えたくもない想像が浮かびかけて、俺は無意識に窓の外へ視線を逃した。暗い峠道はもう後ろに遠ざかっていた。その日、俺たちは久しぶりに昼に集まって、どこかにドライブでも行こうという話になった。特にこれといった目的があったわけではない。ただ天気が良くて、全員が珍しく予定もなく空いていた。それだけの理由だ。俺が、どこ行く？と何気なく聞いた時だった。ほとんど間を置かずに、助手席に座っていた工藤が身を乗り出して言った。ドライブって言ったら、やっぱり海でしょ。その言い方があまりにも即答すぎて、俺は思わず苦笑いを浮かべた。はいはい、どうせそれだと思ったよ。後部座席からそう返すと、運転席でキーを指に引っ掛けて遊んでいた遠藤が、呆れたように小さくため息をついた。はぁ、ナンパだろうどうせ。
その一言に工藤は隠す気もなく、ニヤッと笑った。まあな。そして少しだけ声のトーンを落として、やけに芝居かかった口調で続けた。もうそろそろ人肌恋しくね？昼間っから何言ってんだよ。俺が思わず突っ込むと、工藤は肩をすくめて笑った。時間帯関係ねえだろ。気持ちの問題だよ。問題しかねえわ。遠藤がボソッと返す。そんなやりとりをしているうちに、結局行き先は半ば強引に海で決定した。運転は遠藤、助手席に工藤、後部座席に俺。車が走り出すと、窓の外には見慣れた街並みが流れていく。昼間ということもあって、交通量はそこそこ多く、信号に引っかかるたびに少しずつ進んでいくようなペースだった。ほらな、絶対混んでるって言ったじゃん。遠藤がハンドルを軽く叩きながら言う。その声にはほんの少しだけめんどくさそうな色が混じっていた。まあまあ、夕方になればすくって。工藤はスマホをいじりながら気のない返事をする。それにさ、人が多い方がいいだろ。ナンパ的には。お前さっきからそれしか言ってねえな。俺が言うと、工藤は楽しそうに笑った。本当に、いつも通りの空気だった。何も変わらない。ただの休日のドライブ。少なくとも、この時は全員がそう思っていた。街を抜けて、山道を越えて、海沿いの道に出る頃には、太陽は少しずつ傾き始めていた。視界が開けて、水平線が見えた瞬間、工藤が、おーと声を上げる。いいじゃん。ちゃんと海っぽいじゃん。海なんだから当たり前だろ。遠藤が淡々と返す。やがて小さな駐車スペースを見つけて車を止めた。エンジンを切ると、それまで当たり前のように鳴っていた機械音がスッと消えて、代わりに波の音がはっきりと耳に届くようになる。なんか静かだな。俺は車を降りながらそうつぶやいた。駐車場には数台の車が止まっているものの、人の気配はそれほど多くなかった。時間帯的にはまだ夕方だが、どこか少しだけ引けたような空気があった。まあいいだろ。人いない方がわかりやすいし。工藤はそんなことを言いながら、さっさと海の方へと歩き出す。何をやるつもりだよ。俺は小さくつぶやきつつ、その後ろをついていった。海沿いの道を三人で並んで歩く。空はオレンジから徐々に濃い色に変わり始めていて、波の音だけが規則的に響いていた。工藤は露骨に周囲を見回している。あそこ、二人組じゃね？やめとけって。いやいや、まずは様子見だから。軽口を叩きながらも、実際にはなかなか声をかけに行こうとはしなかった。しばらく歩いた後、俺が、行かねえのか？と聞くと、工藤は少しだけ首をかしげた。なんか違うんだよな。何が？いや、わかんねえんだけど、ピンとこねえんだよな。珍しく歯切れが悪い。遠藤が呆れたように言う。お前にそんな基準があったんだな。工藤はそれには答えず、また周囲を見回し始めた。その頃には空はかなり暗くなっていた。さっきまでちらほら見えていた人影も気づいたらほとんどいなくなっている。駐車場の方を振り返ると、残っている車もかなり減っていた。人減ったなぁ。俺がそう言うと、まあ夜になるしな。と遠藤が短く答えた。その声はいつもと変わらないはずなのに、なぜか少しだけ低く感じた。
その時だった。あ！工藤が急に足を止める。視線の先を追うと、少し離れた防波堤の近くに二人組の女が立っているのが見えた。街灯の明かりがギリギリ届く場所で、ぼんやりとした輪郭だけが浮かび上がっている。一人は、はっきりとわかるくらい整った顔立ちをしていた。長い髪が風に揺れていて、どこか大人っぽい雰囲気がある。もう一人は、その隣で少し控えめに立っている。派手さはないが、静かな印象の女の子だった。あれだな。工藤が小さくつぶやく。その声には、さっきまでの軽さとは違う、妙な集中があった。行くのか？遠藤が聞く。ああ。短く答えると、工藤は一歩踏み出した。そしてぽつりと、あっちの子いいな。そう言って、おとなしい方、夏美の方を見ていた。俺はなんとなく、その二人を見続けていた。何かが変だ、とははっきりとは言わない。でも、二人ともさっきからずっと同じ場所に立っている。風が吹いているのに、ほとんど動かない。ただ海の方を向いたまま。ちょっと行ってくるわ。工藤がそう言って軽く手を振った。マジで行くのかよ。ここまで来て帰れるかっての。そう言って軽く笑って、そのまま二人の方へと歩いて行った。街灯の下で工藤が声をかける。そして少しの間があって、二人がゆっくりと振り向いた。その動きがほんのわずかに遅れて見えた気がした。工藤は何かを話している。女たちもそれに応じているようだった。距離が近い。初対面にしては妙に。普通に会話してるな。俺が小さく言うと、遠藤がわずかに首を振った。いや、なんか変だ。何が？遠藤は目を細めたまま、距離、とだけ言った。言われてもう一度見る。確かに近い。特に工藤と夏美の距離が。ほとんど肩が触れそうなくらいだった。しばらくして、工藤がこちらを振り返り、手招きをした。来いよ。そんなジェスチャーだった。行ってみる？と俺が聞くと、遠藤は少しだけ考えてから、様子だけ見る、と答えた。俺たちは二人の方へと歩き出した。近づくにつれて、顔がはっきりと見えるようになる。美人の方、舞がニコッと笑った。その隣で、夏美も少し遅れて同じように笑う。こっち、舞。工藤が紹介する。で、こっちが夏美。夏美は小さく会釈をした。どうも。その声はやけに小さくて、どこか湿ったように聞こえた。どっから来たの？と俺が聞く。ほんの一瞬間があってから、舞が答えた。ここだよ。ここ？うん。ニコッと笑う。夏美も同じようにうなずいた。その答えにほんの少しだけ違和感を覚えた。でもその正体はわからなかった。その時夏美がぽつりと口を開いた。ねえねえ。全員の視線がそちらに向く。飲み物買いに行かない？ちょっと喉乾いちゃって。工藤がすぐに反応する。あ、いいね。行こうぜ。舞が言う。この先に自動販売機があるよ。俺は一瞬だけ考えた。確かに来る途中で見た覚えがある。少し離れた場所にポツンと一台だけあったはずだ。じゃあ、俺行ってくるわ。工藤が当然のように言う。じゃあ、
俺らはここで待ってるわ。俺がそう返すと、工藤は少しだけ不満そうな顔をしたが、すぐ戻ると軽く言って、夏美の横に並んだ。三人はそのまま暗い道の方へと歩いていく。街灯の光の外へ、ゆっくりと溶けるように消えていった。その背中を見ながら、なぜか胸の奥に小さな引っかかりが残った。なあ、俺が声をかける。なんかさ、と言いかけて言葉を探す。うまく説明できない。遠藤は答えなかった。ただ、暗闇の奥をじっと見つめたまま、小さくつぶやいた。遅すぎるな。まだ、それほど時間は経っていないはずなのに。遠藤が、遅すぎるな、とつぶやいたとき、俺はなんとなくその言葉に引っかかりを覚えながら、スマホで時間を確認した。まだ5分も経っていない。普通に考えれば、飲み物を買いに行っただけなら、遅いとも言えない時間だ。むしろ早いくらいかもしれない。それなのに、遠藤の言い方には、ただの体感以上の何かが含まれているように思えた。いや、さすがにそれは早くないか。なるべく軽く聞こえるように言ってみる。けれど遠藤はすぐには答えず、ただ暗闇の奥をじっと見つめたまま、小さく首を振った。そういう問題じゃない気がするんだ。何が？わからん。短くそれだけ。俺もつられて暗闇の先に目を向けた。街灯の光が届かない場所は、まるでそこだけ世界から切り離されたみたいに真っ黒で、その奥にあるはずの自販機の気配すら感じられなかった。来る時には確かに見えたはずだった。ポツンと一台、やけに目立つ白い光を放っていたのを今でもはっきりと覚えている。その時だった。今、見えたか？遠藤が低い声で言った。え？光。言われた瞬間、視線を凝らした。すると暗闇の奥で、ほんの一瞬だけ白い光がついた。それは自販機の明かりだと思った。けれどそれは次の瞬間には何事もなかったかのように、ふっと消えてしまった。今のなんだ？自分でもわかるくらい声が少し硬くなる。自販機だよな。あんな消え方するか？遠藤の言葉には返す言葉が出てこなかった。確かにおかしい。自販機の明かりがあんな風に一瞬で消えるなんて聞いたことがない。しばらくの沈黙の後、遠藤が小さく息を吐いた。そして短く言う。はぁ、目に行くぞ。は？もう？俺は思わず聞き返した。まだ数分しか経っていない。普通なら待つべき場面だ。けど遠藤は振り返らずに、おかしい、とだけ言った。だけどその一言には妙な重みがあった。結局俺もそれ以上何も言えず、遠藤の後を追う形で暗闇の中へと足を踏み入れた。スマホのライトをつける。白い光が足元を照らすが、その範囲は驚くほどに狭く、周囲の暗さを余計に際立たせているだけだった。歩き出してすぐに違和感に気づいた。あれ？こんなに暗かったっけ？思わず口に出る。来た時はここまで視界が効かなかった覚えはない。来た時より暗いな。遠藤も同じことを感じていたらしい。その声は低く、少しだけ張り詰めていた。足元は砂とアスファルトが混ざったような中途半端な道で、歩くたびに靴の裏がザリッと嫌な音を立てる。波の音もさっきより遠くなったような気がした。
代わりに自分たちの足音だけが妙に大きく響いている。しばらく歩く。体感ではそれほど時間は経っていないはずなのに、自販機は一向に見えてこない。なあ、こんな遠かったか？思わず口に出す。いや、もっと手前だったはずだ。遠藤の返事を聞いた瞬間、胸の奥にあった違和感がはっきりとした形を持ち始めた。何かがおかしい。その時だった。おい。遠藤が急に足を止めた。その声に心臓がドクンと大きく跳ねる。どうした？ライトを向ける。道路の脇、少し草が生えているあたりに黒い塊のようなものが倒れていた。最初は何なのかわからなかった。ただ形が人に見えた。人か？自分でも信じたくない気持ちのままゆっくりと近づく。ライトの光がそれを照らした。工藤だ。思わず口から漏れた声は自分でも驚くほど震えていた。工藤は道路脇にうつ伏せで倒れていて、ピクリとも動かない。おい。と遠藤がすぐに駆け寄った。俺も続く。体に触れた瞬間、ゾクリとした。冷たい。それに濡れている。なんでこんなにびしょ濡れなんだよ。手に伝わる感触は汗なんかではなかった。まるで水に浸かった後みたいな生々しい濡れ方だった。工藤、起きろ。遠藤が声をかける。反応はない。一瞬だけ考える素振りを見せた後、遠藤は小さく、悪いな、とつぶやいて、工藤の尻を思いっきり引っ叩いた。バシンと乾いた音が夜に響く。いってー。工藤が勢いよく状態を起こした。なんだよ。状況が分かっていない様子で周囲を見回した。その顔にははっきりと混乱が浮かんでいた。起きたか。遠藤は落ち着いた声で言う。ここ、どこだ？工藤がそう聞いた瞬間、思わず俺は苛立ったように返していた。こっちのセリフだわ。お前、自販機行ったんじゃねえのかよ。自販機。記憶をたどるように少しの間考え込む。ああ。やがてぽつりとつぶやいた。行ったなぁ。で？遠藤が短く聞いた。工藤はすぐには答えなかった。視線がどこか宙をさまよっている。そしてしばらくしてからゆっくりと口を開いた。普通にさ、話してたんだよ。舞と夏美と。その名前を聞いた瞬間、さっきまでの光景が頭に浮かんだ。街灯の下に立っていたあの二人。で、自販機のところについてさ、ジュースを選びながらなんか普通に話してて、どこ住んでるんとか、何してるんとか。そこまでは何もおかしくない。むしろ、ただのナンパの延長みたいな話だ。でもさ、そこで工藤の声が少しだけ低くなった。なんか変だなーって思って。何が？俺が聞く。少しの間を置いてから工藤は短く答えた。顔。最初は普通に見えてたんだけどさ、近くで見たらなんかおかしくって。言葉を探すようにゆっくりと続ける。いや、なんかブヨブヨしててさ。その一言で空気が変わった。皮膚が浮いてるみたいで、目も濁っててさ。
まるで水死体みたいだったんだ。思わず息が詰まった。波の音が急に近くなった気がした。で、俺無理だと思ってさ、そのままドアを開けて外に飛び出したんだ。ドア？遠藤がすぐに反応する。工藤は一瞬だけ考えて、ああ、車。そっから覚えてねえんだよ。沈黙が落ちる。風が吹く。遠くで波が砕ける音が妙にゆっくりと聞こえた。なあ。俺は我慢ができずに口を開いた。お前ら歩いて行ったよな。工藤は答えなかった。ただ自分の濡れた手をぼんやりと見つめている。その時遠藤が静かに言った。はあ、戻るぞ。俺はまだ引っかかっていた。あの二人は？そして工藤はゆっくりと首を振った。悪い、わかんねえ。それ以上は何も言わなかった。遠藤は振り返ることなく歩き出す。俺も、そして工藤もその後を追った。途中で一度だけ俺は振り返った。暗闇の奥、何も見えないはずのその場所に誰かが立っているような気がした。だけど次の瞬間にはもう何もなかった。来た道を戻る間、誰もほとんど口を開かなかった。さっきまで聞こえていたはずの波の音はまた遠くなっていて、代わりに自分たちの足音だけがやけに大きく響いていた。工藤はというと、まだ完全には意識がはっきりとしていないのか、少しふらつきながら歩いている。その服は相変わらずびしょ濡れで、近くにいるだけで、かすかに潮の匂いがした。やがて街灯の明かりが見え始め、さっきまでいた場所に戻ってくる。当然のように、そこに舞と夏美の姿はなかった。最初から何もいなかったみたいに、ただ海と防波堤と暗い夜だけが広がっている。いないよな。俺が小さく言った。当たり前だろ。遠藤は短く返した。その言い方には妙に余裕がなかった。車のところまで戻ると、遠藤は無言でキーを取り出し、ロックを解除した。まあ、とりあえず乗れ。それだけ言って自分は運転席に座る。俺は助手席に回り、工藤を後部座席に押し込むように座らせた。ドアを閉めた瞬間、外の音が一気に遮断される。さっきまであれだけ気になっていた波の音もほとんど聞こえなくなっていた。代わりに車内の空気が妙に重く感じられる。エンジンがかかる。低い振動が足元からじわりと伝わってくる。しばらくは誰も何も言わなかった。ただ車がゆっくりと動き出し、暗い海沿いの道をだんだん離れていく。10分ほど走った頃だろうか、後部座席から小さな声が聞こえた。なあ。工藤だった。さっきの話なんだけどさ。遠藤は前を向いたまま、ああ、とだけ答えた。俺も振り返らずに耳を傾ける。俺、普通に話していたつもりだったんだよ。舞と夏美と。工藤はそう言って言葉を一度切った。でもさ、途中で気づいたんだよね。顔がおかしいって。さっき聞いた話と同じ内容。けれど、車内という閉じた空間で聞くと、その生々しさがまるで違って感じられた。ブヨブヨで皮膚が浮いているみたいでさ、目も濁ってて、まるで水死体みたいだったんだ。思わず背中に冷たいものが走った。で、俺もう無理だと思って、
ドアを開けて外に飛び出したんだ。そこまで聞いたところで、遠藤がわずかに視線をバックミラーに向けた。なあ。低い声だった。それ本当にその場で気づいたんか？は？お前さ、海に入ってないよな。入ってねえよ。じゃあなんでそんな濡れてんだ？その一言で空気が変わった。俺は思わず振り返った。後部座席の工藤。その服はやっぱり異様な濡れ方をしていた。汗なんかじゃ説明がつかない均一な重たい濡れ方。いや、これは。工藤が言葉に詰まる。遠藤は淡々と続けた。もう一つある。お前、普通に話してたって言ったよな。あの場所風強かったし、波の音もでかかった。正直、こっちまで声はほとんど聞こえてなかったんだ。確かにそうだった。距離もあったし、何かを話しているまではわからなかった。そんな中で、遠藤がミラー越しに工藤を見る。なんでお前だけ会話ができていたんだ？沈黙。工藤の呼吸がわずかに荒くなるのが分かった。遠藤は静かに言った。多分お前、車の中で話してたんだよ。その言葉の意味を理解するまで少し時間がかかった。は？思わず声が出る。自販機なんて言ってないんだ。最初からお前だけ。そこまで言って遠藤は言葉を切った。俺は反射的に後部座席を見る。車のシートが濡れている。工藤の服だけではない。その両隣にはっきりと二人分の濡れた跡が残っていた。まるで誰かがずっとそこに座っていたみたいに。なあ。工藤が震えた声で言う。俺、最初から乗せてたんかな？誰も答えなかった。重たい沈黙が車内に沈む。そしてしばらくして工藤が無理やり笑った。いや、でもさ、さすがにこれはなんかの勘違いだろ？濡れてるのも、ほら、海の近くだしさ。湿気とか、そういうので。汗でこんな濡れ方するかよ。思わず俺が遮る。工藤は言葉を失ってシートにもたれた。もういいわ。と小さくつぶやいた。ナンパとか、もうしばらくいいや。当たり前だろ。俺が言うと、工藤は苦笑いした。女怖えわ。その言葉で少しだけ空気が緩んだ。本当にほんの少しだけ。その時だった。あれ？と工藤が声を上げた。俺、スマホ。ポケットから取り出して画面を見る。ポケットから取り出して画面を見る。なんか通知来てる。今かよ。俺が呆れたように言った。工藤はロックを解除して画面を開く。次の瞬間、動きが止まった。どうした？返事がない。俺は嫌な予感がして振り返った。工藤の手の中のスマホ。そこに表示されていたのは一枚の写真だった。車内の写真。運転席に遠藤、助手席に俺、そして後部座席に工藤。その両隣にびしょ濡れの女が二人、こちらを見て笑っていた。誰が撮ったんだこれ？工藤の声が震えた。遠藤が低く言う。それ消せ。
工藤が慌てて画面を操作した。消えねえ。何度押しても写真は消えなかった。その時、ピロンと軽い音が鳴った。全員の視線がスマホに集まった。新しい通知、差出人は不明。そしてメッセージが一件。工藤が恐る恐る開いた。画面に表示されたのはたった一行だった。それは、次はどこまで載せてくれるの？しばらくは誰も何も言えなかった。やがて俺は小さく息を吐いてつぶやいた。なあ、これさ、ナンパ成功ってことなんかな？その俺の言葉には誰も笑わなかった。その日俺たちはもう何年も前に廃校となったとある小学校に来ていた。ここまで来る途中、山道はやけに長く感じられて、途中からは対向車どころか人の気配すらなくなっていた。ナビもまともに機能しなくなって、工藤が、あれ、この辺りのはずなんだけどなぁ、と何度も同じようなことを言いながら、車を走らせていたのを覚えている。舗装はされているはずなのに、ところどころ道は荒れていて、タイヤが小さく跳ねるたびに、車内に微妙な沈黙が生まれる。その沈黙を埋めるように、工藤だけがやけに楽しそうに喋り続けていた。いや、でも絶対あるって。こういうところに限ってさ。だから何がだよ。運転席の遠藤が前を見たままめんどくさそうに返す。廃校だぞ。しかも山ん中。何もない方がおかしいだろ。いや、普通は何もねえよ。俺は後部座席でそのやりとりを聞きながら、ぼんやりと窓の外を見ていた。昼間のはずなのに、木が覆いかぶさるみたいに道の上に伸びていて、ところどころ日差しが遮られているせいで、妙に薄暗い区間が続いていた。そのせいか、時間の感覚が少しだけ狂っているような、そんな気がしていた。ほら、あれじゃね？するとしばらくして、工藤が前方を指さした。木々の隙間から白くくすんだ建物が見える。近づくにつれてそれは2階建ての校舎だと分かった。マジであんのかよ。遠藤が小さくつぶやきながら車をゆっくりと止める。エンジンを切ると、さっきまで気にならなかった外の静けさが一気に入り込んできた。昼間のはずなのにやけに音が少ない。風は吹いているのに葉の擦れる音がどこか遠くに感じる。着いたな。工藤が嬉しそうにドアを開けた。そのまま俺たちも外に出ると、思っていたよりも空気が冷たかった。山の上だからかもしれないけど、それにしても妙に肌にまとわりつく感じがする。俺も外に出て、改めて校舎を見上げた。窓ガラスはほとんど割れていて、黒く口を開けた教室の中がそのまま外から見えている。校庭は草が伸び放題で、昔、ここで子供が遊んでいたとは思えないほど荒れ果てていた。で、何すんだよ。遠藤が車のドアにもたれながら言う。その顔は明らかに乗り気ではなかった。決まってんだろ。工藤が振り返っていつもの調子で笑った。七不思議だよ。やっぱりそれか、と俺は内心で思った。こういう場所に来ると、こいつは毎回同じことを言い出す。この学校さ、七不思議があるらしいんだよ。ただのじゃなくて、当たり付きのやつ。
当たりってなんだよ。俺が聞くと、工藤は少しだけ声を落とした。7個のうち、一つだけやばいやつが混ざってるんだってよ。引いたら戻れなくなるとか、入れ替わるとか、まあいろいろ。軽く言っているけれど、内容は笑えなかった。遠藤はため息混じりに言った。はあ、くだらねえな。昼間だぞ。だからいいんだって。夜なんかより逆に不気味だろ。工藤はそう言いながら、さっさと昇降口の方へと歩き出した。おい、勝手に行くなよ。遠藤がそう言いながらも、結局その後を追った。俺も仕方なく続く。昇降口のガラス戸は半分以上が割れていて、そのまま中に入ることができた。一歩足を踏み入れた瞬間、外とは違う空気に変わった。湿った木の匂いと埃、それにどこか古い水のような匂いが混ざって鼻の奥に残る。昼間のはずなのに建物の中はやけに暗かった。うわぁ、思ったよりちゃんとしてんな。工藤が周りを見回しながら言う。靴箱は崩れかけていて、床にはガラスの破片や砂が広がっている。歩くたびにジャリッと乾いた音が響いて、その音だけがやけに大きく感じられた。まず1個目な。工藤が振り返る。昇降口のやつ、ここに入るとき、誰もいないのに名前呼ばれることがあるらしいんだ。はいはい。遠藤が適当に返す。で、呼ばれたらどうなるんだよ。返事したらアウト。なるほどな。じゃあ呼ばれても無視すればいいわけだ。遠藤はそう言って何も気にした様子もなく奥へ進んだ。俺もその後を追いながらなんとなく背後に意識を向けていた。その瞬間だった。遠藤。すぐ後ろからボソッと声がした。あまりにも自然で、まるで最初からそこにいたみたいな声だった。反射的に振り返る。誰もいない。割れたガラス越しに昼の光が差し込んでいるだけだった。今の聞いたか？喉の奥が少し乾いたまま、俺は小さくそう言った。けれど工藤は不思議そうに首をかしげるだけで、何が？と聞き返してくる。遠藤も同じように、何も聞こえなかったけど、とあっさり言い切った。いやー。俺は言いかけてやめた。気のせいだったのかもしれない。そう思うことにした。廊下に出ると、外よりもさらに空気が重く感じられた。窓から光は入っているはずなのに、どこか薄暗い。音も不思議なくらい響いて、3人分の足音が必要以上に大きく聞こえた。その時はまだ、それを変だとは思っていなかった。ただの廃校で、ただの遊びで、少し雰囲気があるだけの場所だと、俺は本気でそう思っていた。でも今思えばあの時点で、もう何かは始まっていたんだと思う。廊下を進むにつれて、外の光は確かに差し込んでいるはずなのに、なぜか奥に行くほど暗く感じられた。窓は割れていて、昼の光は入っている。なのに、床や壁の色がくすんで見えるせいか、どこか薄暗くて、距離感まで少しおかしくなるような感覚があった。次ってどこだっけ？俺がそう聞くと、工藤はスマホを取り出して画面を見ながら答えた。3年2組、黒板のやつ。名前書くやつか。そうそう。遠藤がめんどくさそうに先を歩きながら、手で軽くドアを押し開けた。教室の中は
思っていたよりも荒れてはいなかった。机と椅子はほとんど残ってはいないが、黒板だけはそのままの形で残っている。窓から差し込む光が斜めに伸びていて、その黒板だけが妙に浮いて見えた。これだな。工藤がそう言うと同時に、遠藤は床に落ちていたチョークを拾い上げた。書けばいいんだろ。おい、待てって。俺が止めるより先に、遠藤は黒板に向かっていた。キーッと乾いた音が教室に響いた。遠藤。白い文字がはっきりと浮かび上がる。はーい、終わり。遠藤はチョークを軽く放り投げて手についた粉を払った。なんも起きねえじゃん。まあすぐにはな。工藤が笑いながら言う。俺はなんとなくその黒板を見続けていた。文字は普通に書かれているはずなのに、どこか落ち着かなかった。輪郭が微妙に歪んで見えるような、そんな違和感があった。でも、それが何なのかはわからない。ほら、次行こうぜ。工藤がそう言ってドアの方へと向かった。遠藤も特に気にした様子もなく、さっさと教室を出ていく。俺は一歩遅れて黒板に背を向けた。その時だった。背後で小さく擦れるような音がした。思わず振り返る。黒板が見える。そこにあったはずの文字はなぜか消えていた。まるで最初から何も書かれていなかったみたいに、きれいに。なあ。思わず声が出た。けれど、すぐにその声を飲み込んだ。遠藤も工藤ももう廊下に出ている。俺だけが立ち止まっていることに気づいて、慌てて後を追った。何してんだよ。遠藤が振り返る。いや、なんでもない。そう答えながらも、もう一度だけ教室の中を見た。だけどやっぱり何もない。さっきのは気のせいだと思うことにした。次は？俺が話を切り替えるように聞くと、工藤はすぐに答えた。理科室、人体模型のやつ。ああ、動くってやつか。目を離すと位置が変わってるってやつな。遠藤が軽く鼻で笑った。そんなわけあるかよ。理科室は廊下の奥にあった。ドアを開けると少しだけひんやりとした空気が流れてくる。中に入ってすぐそれは目に入った。人体模型、窓際に立っていてこちらを向いている。うわぁ。思わず声が漏れた。埃をかぶっているせいか、妙に現実感があって余計に気味が悪い。じゃあやるぞ。工藤が言う。一回目離して、もう一回見る。はいはーい。遠藤が適当に返す。三人で同時に視線を外した。数秒。いいか？いいよー。振り向く。人体模型はさっきと同じ場所にあった。ほらな、何もねえじゃん。遠藤が言う。もう一回やってみようぜ。そう言って工藤が笑った。もう一度視線を外す。数秒、そしてもう一度見る。その時だった。あれ？俺は思わず声を出した。人体模型の向きがほんの少しだけ変わっている気がしたんだ。さっきよりもほんの少しだけこちらを向いている。今動いたよな。俺がそう言うと工藤は首をかしげる。いや？遠藤は何も言わずじっとそれを見ていた。やがて工藤が軽く言って手を叩いた。さ、
次行こうぜ。廊下に出る。さっきよりも少しだけ静かな気がした。いや、静かすぎる。自分たちの足音だけがやけに響くんだ。次ってどこだっけ？開かない教室。工藤が答える。押しても引いても開かないやつだよ。まだあんのかよ。遠藤がぼやきながら歩く。その教室はすぐに見つかった。他のドアと違って妙に綺麗だった。まるで最近誰かが触ったみたいに。これか。工藤がドアノブに手をかける。回す。開かなかった。押してもダメ。引いてもダメらしい。じゃあ無理じゃん。遠藤が言う。でもな。工藤が少しだけ声を落とした。この前に立つと中にいる感じがするらしいんだ。はいはい。遠藤はそう言いながらも一歩前に出る。ドアの前に立つ。そのまましばらく動かない。どうだ？俺が聞いた。遠藤は少しだけ間を置いてから、別に。そう言った。でもその声はほんの少しだけ低かった。その瞬間、ドンと内側から何かがぶつかる音がした。三人とも一瞬固まった。なあ、今の何？風だろ。工藤が言うが、明らかに声が硬い。そして遠藤はドアをじっと見ていた。さ、次行こうぜ。その一言で、俺たちはそこを離れた。廊下を歩きながら、俺はさっきの音のことを考えていた。風であんな音がするだろうか。そもそもこの学校の中に風なんてほとんど入ってきていない。あといくつだ？遠藤が聞く。3つ。体育館と階段と最後が昇降口。工藤が答えた。階段のやつってなんだっけ？踊り場の鏡。その言葉を聞いた瞬間、なぜか胸の奥が少しざわついた。理由はわからない。ただ、なんとなく嫌な感じがした。体育館に入ると空気が一気に広がる。天井が高くて声や音がよく響く。ここだな。工藤が中央まで歩いていく。音出すと遅れてもう一回鳴るってやつ。反響だろ。遠藤が言う。まあ、やってみろって。工藤が手を叩く。パンと乾いた音が響き、少し遅れて。パン。もう一度同じ音が鳴った。おー。思わず声が出る。確かに少し遅れている。もう一度。パン。パン。3回目。パン。パン。パン。今、俺が言った。3回ならなかったか？工藤と遠藤は顔を見合わせている。いや、2回だろ。2回だな。いや、俺は言いかけてやめた。また気のせいかもしれない。でもその気のせいが少しずつ積み重なっている気がした。体育館を出る。廊下に戻ると、さっきよりもさらに静かだった。次は階段だな。踊り場に鏡があるんだよ。その言葉を聞いたとき、さっき感じた嫌な感覚が、はっきりとした形になって胸に残った。コンクリートの段はところどころ欠けていて、
踏むたびにギシッと鈍い音がする。昼間のはずなのに、上に行くほど光が届きにくくなっている気がして、自然と足取りが遅くなった。これか。工藤が小さくつぶやく。踊り場の壁際に、問題の鏡は立てかけられていた。縁は黒ずんでいて、ところどころひびが入っている。表面も完全に曇っていて、はっきりとした像は映らない。ただ近づけば、自分たちの輪郭だけがぼんやりと浮かび上がった。三人で並んでみると何か起きるらしいんだ。鏡の中に三人の姿がぼやけて映る。光の加減のせいか少し歪んで見えた。見えてるか？俺が小さく聞くと、ああ、見える。工藤が答える。だが遠藤は何も言わなかった。ただじっと鏡を見ている。その時だった。一瞬、本当に一瞬だけ、鏡の中で遠藤の動きがわずかに遅れたんだ。なあ。低い声で遠藤が言った。今お前ら、言いかけて止まる。いや、なんでもない。そう言って遠藤は視線をそらした。なんだよ、気になるだろ。工藤が笑う。別にいいって。遠藤はそれ以上は何も言わず、そのまま階段を降り始めた。俺も何も言えなかった。今の違和感をうまく言葉にできなかったんだ。昇降口に戻る頃には、三人ともあまり喋らなくなっていた。空気が変わったわけではない。ただ、なんとなく口数が減っていて、無言の時間が長くなっていた。最後これか。工藤が靴箱の方を見ながら言う。来た時と違うってやつ。わかるわけねえだろ。遠藤が冷たく返す。俺も軽く見回してみたけど、正直違いなんてわからなかった。元の状態をちゃんと覚えていない以上、比べようもなかったんだ。まあいいだろ。工藤が肩をすくめる。全部回ったしな。じゃ、帰るか。遠藤が言った。その一言でようやく少しだけ肩の力が抜けた気がした。外に出る。昼の光が一気に目に入ってきて、さっきまでの空気が嘘みたいに感じられた。なのに不思議と安心感はなかったんだ。山道を下る。砂利を踏む音がザクッザクッと一定のリズムで続く。しばらくは誰も喋らなかった。やがて遠藤がふと足を止めた。なあ。ゆっくりと振り返る。その動きがほんのわずかに不自然に見えた。さっきの鏡。その言葉に胸の奥がざわつく。お前ら何も見てないのか。何もって？工藤が聞き返す。そして遠藤は少し黙ってから視線をそらした。いや、やっぱりいい。そう言ってまた歩き出した。その時だった。後ろの方で、ザッと足音が一つ遅れて鳴った。俺と工藤は同時に振り返った。だけど誰もいない。今の聞いたか？俺が言うと、工藤も小さくうなずいた。その瞬間、遠藤がゆっくりとこちらを振り返った。だけどその動きがほんのわずかに遅れていた。おい！喉の奥が引きつる。工藤も気づいたらしい。遠藤？遠藤は何も答えない。ただじっとこちらを見ている。離れろ。工藤が低く言った。
あれ遠藤じゃねえ。次の瞬間、それの口元だけがぐにゃりと歪んだ。笑っている。でも、目は全く笑っていない。俺たち二人は反射的に後ずさった。心臓の音が一気にうるさくなる。逃げるぞ！工藤の声で我に返った。俺たちはその場から一気に駆け出した。校舎の中に戻る。さっきまでと同じはずの廊下。なのに空気がまるで違う。重くて、暗くて、息が詰まる。遠藤、どこにいるんだよ。工藤が答える。わからん。でもあれじゃねえのは確実だ。その時、おい、と、後ろから遠藤の声がした。振り返る。廊下の奥に遠藤が立っている。さっきと同じ姿、同じ顔。遠藤！思わず一歩踏み出した。だけど、行くな！それも違う！次の瞬間、遠藤の首がゆっくりと横に傾いた。それはありえない角度で。息が止まる。もう一度見た時には、もうそこには誰もいなかった。くそ。工藤が小さく吐き捨てる。その時、ガンと近くで音がした。見ると、あの開かない教室のドアがわずかに揺れていたんだ。中だ！工藤が言う。ドアノブをつかむ。回す。だけど開かない。壊すぞ！そう短く言って体当たりをした。1回、2回、3回目でバキって音を立てながらドアが開いた。中は暗かった。懐中電灯で照らす。だけど奥に人影があった。遠藤！駆け寄る。そこにいたのは壁にもたれて座り込んでいる遠藤だった。顔色が悪い。でも本物だとわかる。お前ら。遠藤がかすれた声で言う。どこ行ってたんだよ。それはこっちのセリフだよ。思わず声が出る。ずっと一緒にいたろ。だけど遠藤は首を振った。はあ？途中からお前らいなかったぞ。その言葉で背筋が冷たくなった。行こうぜ。工藤が言う。もういいじゃんかよ。俺たちは遠藤を支えて外へ出た。山道を下る。さっきと同じ道。でも、さっきとは何かが違う気がした。なあ。俺が口を開く。さっきの何だったんだよ。遠藤が少し黙ってから答えた。鏡だな。鏡？踊り場のやつ。遠藤は淡々と言う。俺、あの時見たんだよ。何を？お前らは普通に動いてた。でも、一瞬言葉を切る。俺だけ少し遅れていたんだ。背筋がゾッとする。だから気づいて口に出した。それがまずかったんだろうな。工藤が小さく息を吐く。当たりか。しばらく誰も喋らなかった。やがて俺は、ふと思ったことを口に出した。なあ、最初に遠藤のこと呼んだの、誰だったんだ？沈黙。遠藤も、工藤も答えない。やがて工藤が無理やり笑った。まあいいじゃん。三人とも無事なんだしさ。まあなあ。俺はそう返す。遠藤も小さくうなずいた。ああ。少しだけ空気が緩んだ。ザッ
と一歩分だけ遅れた足音が鳴った。誰も振り返らない。工藤が軽く笑って言う。ほらな、気のせいだって。俺は何も言わなかった。ただ、さっきからずっと気になっていることを口に出せずにいた。あの鏡に映っていたのは本当に3人だけだったのか。それを確かめる勇気は俺には最後までなかった。時刻は夜10時を幾分か過ぎたとある冬の日のこと。俺を含めて3人が乗った車は真夜中の国道を平均時速80キロくらいで潮の香りをたどりつつ海へと向かっていた。俺が住む町から車で2時間ほど走ると太平洋を望む道に出る。その道をしばらく西に進むと海岸線沿いに申し訳程度の松林が見えてくる。俺らが今目指しているのはその松林だった。おいぼいは松林の奥にそう呼ばれる岩があるそうだ。詳しいことは知らないが何か黒い曰く付きの岩らしい。おいぼい岩を見ること、それが今日の肝試し兼オカルトツアーの目的だった。発案者は後部座席で就寝中の友人工藤だ。運転席には遠藤、助手席には俺、いつものメンバーだ。車内では噂を仕入れてきた工藤が何も語らないまま車酔いでダウンしてしまっているため、これからオカルトに挑むというのに緊張感も期待感も何もなかった。情報は現地に着いてから行き当たりばったり。俺らの肝試しはだいたいいつもこんな感じだ。なあなあ、遠藤は知ってるん？おいぼいは。やがて後ろで倒れた工藤の寝息が聞こえてきた頃、俺は運転席の遠藤に聞いてみた。遠藤はさほど興味もない口調で、いや、知らん。まあ、工藤のやつが飛びつくような話だからな。ろくなもんじゃないだろう。おいぼいわの、おいぼって、どんな意味なんだろう。おぶるってことじゃなかったか。確かな記憶じゃないが、昔ばあちゃんに言われた気がするな。おいぼしちゃおうかとかかな。ああ、なんかわかる気がする。ってことはさ、二つの岩が縦に重なってるんかな。雪だるまみたいにさ。知らん。まあ行けばわかるだろう。車は順調に走り、目的の松林に着いたのはちょうど夜中の11時になった頃だった。俺は後部座席の工藤を起こして車を降りた。松林を挟んで海岸と反対側には小高い岩山が構えている。道路側から見る岩肌は人の足で登るのには苦労しそうな急勾配をしている。別に登るつもりはないけれども。足元には針のような松の葉が散らばっていて、夜の木枯らしに撫でられてザラザラ音を立てていた。と言っても松は常緑樹なので枝には青い葉が残っている。寒い。とりあえず寒い。車のライトビーム、懐中電灯を片手に俺は光を松林の中に向けた。遠藤は車から降りてこず、ウィンドウを開いて右肩を外に出し、退屈そうにあくびをしている。隣を見ると起きたばかりの工藤もあくびをしていた。目の前の松林には俺らの乗ってきた車と同じくらい大きな岩がそこら中にゴロゴロと転がっていた。数えきれないほどではないが、おそらく両手の指では足りないだろう。そのほとんどが川で見かけるような角の取れた白っぽい岩ではなく、ゴツゴツとした形のいびつな黒い岩だった。なあなあ、工藤、そのおいぼい岩ってどれなん？俺はひとしきりあくびを終えた後、工藤に聞いてみた。
ん？全部。え？何？だから、全部。この辺りにある岩は全部そう呼ばれてんだよ。予想外の答えに、俺はもう一度周りを見回した。オイボ岩とは予想に反して岩の種類とかそんな話なのだろうか。工藤がガードレールを乗り越えたので、俺も続いてガードレールをまたいで松林に入る。工藤は止めた車から一番近くにあった岩のそばで立ち止まった。その岩は他の岩に比べると角が少なく、急に近い形をしていた。大きさは縦に2メートル、横に1メートル半くらい。その岩を見て俺は、昔博物館で見た恐竜の卵の化石をふと思い出した。噂じゃあな、どっかに手形とか人型がついているはずなんだけどな。人型なら魚拓みてえにさ。この岩じゃないみてえだな。見当たんねえわ。岩の周囲をぐるりと一周して工藤はそう言った。しかしながら当然、まだ何も聞かされていないのだから、手形と言われても俺には何のことだかわからない。なあなあ、そのおいぼい岩って結局何なのさ。血生臭い言い伝えがあるって話だけど。工藤は俺の方をちらりと見て、くっと一つ笑った。それから唐突に手に持っていた懐中電灯を自分の顎の下に当てると、鼻っ柱や頬を光らせながら、どことなく稲川淳二風に語り出した。おいぼ岩のおいぼっていうのは、実はおんぶするって意味なんですよね。でもほら、この岩は何も背負ってないでしょ。おっかしいなぁ、と思いませんか？いや、そういうのいいから。おいぼの意味は遠藤が言っていたように、おぶる、背負うで正しかったようだ。俺の言葉を無視して、工藤はそのまま話を続けた。実はですね、この辺りには昔、一風変わった罪人の処刑方法があったようでしてね。ほら、向こうに山があるでしょ？ゴツゴツした岩山。処刑方法ってのはね、あそこで切り出した岩に罪人をくくりつけて転がすんですよ。山の上から。転がす？私もそれ聞いたときね、思ったんですよ。ああ、これ来たなって。ロープで両手両足、それと首、一つずつ縛るんですよ。一つちぎれても岩から離れないようにってね。稲川淳二ではないが、俺もそれを聞いた瞬間、ゾッときた。罪人が背負う岩、だからおいぼ岩って言うんです。噂じゃあ、それぞれの岩に一人ずつ、そうやって処刑された罪人の念が染み込んでいるって話。いやー、しかし、人間ってのは怖い生き物ですね。そう思いませんか？そうして工藤は、懐中電灯の光をパチッと消して、ライブを締めくくった。話が終わった後も、俺の心臓は普段よりも速いスピードで脈打っていた。いくらなんでも岩に縛って転がすとか、そんな幼稚で残虐な処刑方法が日本で行われていたなんて信じられない。結局は噂話なんでしょ？俺がそう言うと、別の岩に行こうとしていた工藤が振り返る。その顔にはまた顎の下から光が当てられていた。さあ、私には何ともわかりませんが、それでも多くの文献やら古い資料にも載っている噂話ではあるようですけどね。そう言い残して工藤は一人松林の奥に行ってしまった。俺は工藤についていかず、この卵のような自分より少し背の高い岩の横でじっと固まっていた。そんなことが本当にあったのか俺にはわからない。ただ昔、この辺りは今よりもずっと交通の便が悪く、
周囲から独立した地域だったとは聞いたことがある。だとしたら、俺は想像する。もしかしたらあったのかもしれない。罪人を岩に縛り付けて山の上から転がす処刑方法が。幾度目か俺は辺りを見回した。月明かり、見える範囲至るところに黒い岩の影。人を引き殺した、圧死殺した、すり殺したかもしれない無数の岩に俺は今囲まれている。ぞくりと何かが俺の首筋を撫でた。目をつむってぐらぐら揺れる感覚を平常に戻そうと意識を集中させた。その時だ。俺はふと背中に人の気配を感じた。遠藤かなと思った途端、違和感を感じた。気配は人のものではない。工藤が戻ってきた？いや、工藤はさっき車と反対方向に行ったはずだ。それ以前に、この気配は2人や3人といったものではなかった。大勢の人間だ。音、押し殺した息遣い、布同士がすれ合う、砂利を踏む。めまいはまだ続いている。それでも俺はゆっくりと目を開き後ろを振り返った。目の前に人がいた。10人、20人、いや、それ以上かもしれない。めまいのせいで視界がぼやけてはいるが、皆着物を着ていて、顔はミイラのように白い布を巻いていてわからない。隙間から目だけが覗いている。松明を持つ者、丸太を持つ者、縄を持つ者。俺は声を出そうとした。でも出なかった。口に違和感がある。どうやら俺は猿ぐつわをかまされているらしい。いつの間にと考える余裕はなかった。猿ぐつわだけじゃない。両手両足も動かない。首に巻かれた縄を意識した時だ。なんだこれ。なんなんだこれ。なんだこれは。俺はでたらめにもがく。固く結ばれた紐はびくともしない。周りの景色さえ変わっている。ここは山の上だ。さっきまでの松林の中ではない。人の動く気配。そこでようやく俺は目の前にいる人間が俺をどうしようとしているのかが分かった。俺は今、罪人なのだ。白い布で顔を隠した幾人もの人たちの前で、代表のような者が一人進み出て、俺に何かを言っている。多分男だと思う。声は聞こえなかったが、かろうじて布の口のあたりが動いているのがわかる。そして男が俺に一礼した。それを合図に、その場にいた者たちが俺のそばに寄ってくる。太い丸太を持った者が、それを岩の下に差し込んだ。何本もの腕が岩に触れる。やめてくれ。声が出ない。俺はもがく、もがいて、もがいた。ゴンと何かが外れる感覚。岩を伝ってくる振動。徐々に、徐々に。まるでスローモーションのように、俺は空を見上げていく。仰向け、星、月。そういえば、今日の月も満月だったな、などと場違いなことを考える。空気を裂くような大きな音がした。同時に後頭部に衝撃。俺は死んだと思った。気がつくと俺は松林の中で地面に仰向けで大の字の状態で倒れていた。そのまま十分な時間を放心してから俺は自分の状況を確かめた。息が荒い。心臓の鼓動がすごい。頭が痛い。怪我はない、多分。生きてる。よかった。生きている。ゆっくりと状態を起こしながら、俺は先ほどの大きな音は車のクラクションだと気づいた。遠藤が鳴らしたのだろうか。そんなことを思いながら俺は立ち上がった。懐中電灯が地面に落ちていて、拾おうと手を伸ばす。そこで俺は自分の手のひらに
何かが付着していることに気がついた。それは赤黒く粘り気のある液体だった。それは両方の手のひらについている。俺はハッとして拾った懐中電灯で目の前の岩を照らす。よく見るとそこには同じく赤黒い液体がこびりついていた。2箇所。ちょうど俺がめまいを抑えるために両手をついたところに。手のひらを確認する。俺は怪我をしていない。おーい、大丈夫か？振り向くと、車から降りてきた遠藤がガードレールをまたいでこっちにやってきていた。車でずっと見てたんだが、突然倒れるわ。その後起き上がってじっと岩を見てるわ。なんかあったのか？俺は無言で遠藤に手のひらを見せ、続いて岩の手形を指さした。遠藤も無言で見合って、それから岩に付着したそれを指でなぞり、匂いを嗅いだ。血だな。怪我したのか？俺は首を振る。遠藤は何か考えるような仕草をし、後頭部、とつぶやいた。続いて、触ってみろ、と言う。俺は言われた通りに後頭部を撫でる。激痛。俺はびっくりして撫でた手を見ると、粘り気のない真新しい血が付着している。どうやら、後ろに向けて倒れた時に頭に傷を負ったらしい。幸い、大した怪我ではないようだが。そういうことだ。じゃないと、岩から血が染み出たってことになっちまうからな。どうやら遠藤は、この血は全部俺のものだと言いたいらしい。けれども俺は後頭部を触っていない。釈然としなかった俺は、でも、と言おうとしたが、それより先に遠藤が口を開いた。そういや、工藤はどこだ？そこで俺は、やっと工藤の存在を思い出した。確か、松林の奥に行ったはずだったが、近くにはいないようだ。おーいと大声で呼ぶが、返事はない。俺と遠藤は顔を見合わせた。二人で探しに行くと、松林の奥、岩の陰でうつ伏せに倒れている工藤を発見した。死んでいると思った。肝が冷えるというのは、まさにこのことを言うのだろうか。俺たちは慌てて近寄り、体をひっくり返して呼吸を確かめた。呼吸は、ある。死んでない。どうやら気絶しているだけのようだった。ほっと息を吐いた途端、全身の余分な力が抜けるのが分かった。おい、起きろボケ。と遠藤が工藤の方をバシバシと叩くが、工藤は起きなかった。工藤の身に何が起きたのか、俺には大体の見当がついていた。おそらく工藤と俺はほぼ同じ体験をしたんだ。罪人となり、岩に縛られて転がされた。俺は遠藤が鳴らしたクラクションでこちらに引き戻された。工藤はあれをどこまで見たのだろうか。不意に得体の知れない恐怖がじわりと染み出てくる。俺はそれをやたら首を振ってごまかした。ゆすったり蹴ったりはしたが、工藤はいつまで経っても起きない。仕方がないので、このまま車まで運ぶことになった。じゃんけんして負けた俺が工藤を背負う。脱力した人間というのはすごく重いんだな。そういやこれ、おいぼだな。と、車に向かう間に遠藤がぼそりとつぶやいた。確かに俺もそうだと思った。それと同時に、だからどうしたとも思った。結局工藤が起きたのは走行中の車の中だった。その時俺と遠藤は明日になって工藤が起きないようなら病院に連れて行こうと相談していたところだったので、突然工藤が飛び起きた時はびっくりした。若干車も左右に揺れた。あっって、ここは車の中か。工藤は明らかに混乱していたが、
ここは遠藤の運転する車の中だと俺が説明すると、とりあえず落ち着いた様子だった。そうして工藤は俺の方を見やり、お前、あれ見たか？俺はうなずく。俺が見たもの、工藤が見たもの、あれが何を指しているのかは分かりきっていた。どこまで見た？転がり落ちる寸前まで。ああ、そうか。そらよかった、つうか。俺は全部、最後までだ。やばかった。言葉が出なかった。工藤は、あれを全部体験したというのだろうか。俺たち二人の様子に、運転席の遠藤は何か言いたそうな顔をしていたが、結局何も言わず、ハンドル操作に専念することにしたようだ。あれは一体何だったんだ？俺は独り言のようにつぶやいた。岩の記憶か、罪人の記憶か。多分、岩の数だけあるんだろうぜ。工藤はシートの上にあぐらをかき、下方向へと大きく息を吐く。途中までしか見てないんだろう。続き教えてやるよ。唾を飲み込む音が俺自身のものだと気づく。コロンコロンって転がってよ。途中で右の手と左の足が飛んだな。正直、漏らしてた。ここでじゃねえぞ。あの中での話だ。たとえ漏らしたってバカにはしない。俺も怖かった。死ぬかと思った。実際あのまま転がっていたら、少なくともあの中の罪人だった俺は死んでいただろう。しかし、工藤が次に言った言葉は俺の予想とは違っていた。絶対死ぬだろこれって思った。でもな、俺の岩のやつは死ななかったんだ。え？転がり終えても生きてた。だから良かったっつうか、岩の形か、転がり方が良かったっつうか、運が良かったっつうか。死んでたらやばかったな。多分俺、ここにいねえだろう。そして工藤は、ブルブルと体を震わせて、その震えを口から絞り出すように、再度大きく長く息を吐いた。死んでいたら、やばかった。おかしな言葉だが、言いたいことはわかる。あれはそれだけ、リアルな体験だったんだ。もしも、夢と現実の間に何かがあるとしたなら、あれはその類のものだと思う。長い息を吐き終えた後、工藤はすっと顔を上げた。大して期待もしていなかったあのおいぼいわが、まさかこんなにやべえもんだったとはな。俺は深くうなずく。工藤もうなずいた。まったく、いい経験をしたもんだぜ。車内から一瞬、一切の音が消えたような気がした。俺は脳内で先ほどの工藤の言葉を復唱する。でも、意味がわからない。もう一度。それでも意味がわからない。もう一度。当たりも当たり。大当たりじゃん。噂広めれば、すっげえスポットになるぜ、あそこ。あんな風に死にかけるなんて、なかなかできることじゃねえしな。車内にパッと光が灯る。見ると、工藤が顎の下で懐中電灯を構えていた。いやー、不思議なこともあって、本当にあるもんですね。そう言って工藤は嬉しそうに、と笑った。遠藤が、このまま病院行くかと小声で俺に囁いた。俺は力なく首を振った。深夜の病院なんて、絶対喜ばせるだけだって。その後、俺は窓の外を見やり、ふと考える。もし、工藤が縛られた岩が死ぬ岩で、罪人と一緒に工藤まで死んでいたらどうなっていたんだろう。もし、あのまま工藤が眠ったまま起きなかったとしたら、散々悩んで想像して、俺なりにたどり着いた結論は、それでも、バカは治らなかったんだろう、だった。
多分俺はまた工藤を及ぼする羽目になるんだろう。俺が吐いたため息は車の窓にわずかに白い跡を残したきり、すぐに消えていった。深夜11時、俺と工藤は今はもう使われていないとある山奥の小学校にいた。校庭、グラウンドには雑草が生え、赤錆びた鉄棒やジャングルジム、シーソー。現在は危険というレッテルを貼られた回転灯もあった。俺と工藤はこの小学校に肝試しに来たのだった。本当はもう一人、遠藤という友人も来る予定だったのだが、あいにく急な用事が入ってしまったようで、二人で行くことになった。野郎二人で肝試しとは別の意味でゾッとするが、この工藤というやつは、幽霊を見るためなら、他の条件が何だろうとお構いなしなんだ。ただ一つの条件を除いて。だってよ、一人じゃ見たっつっても誰も信じてくれねえじゃん。もっともらしい理由だが、俺は知っている。こいつは実は怖がりなんだ。それでもって熱狂的なオカルトマニアで、心霊スポット巡りが趣味なんだ。しかし、そんな工藤のおかげで、俺は普通なら見ることのできないものをいくつか見てきた。遠藤の野郎、正解だったな。ここ外れだわ。確かにね。物音一つしなかったしな。外れなら外れでそれはありがたいのだが、俺だって怖いものは怖い。でも興味はすごくある。6対4で見たいけど見たくない。わかるだろうか、この心理。というわけで、俺らはさっきまで学校内をうろうろしていたのだが、あいにく、ここで自殺したという生徒の幽霊は見ることができなかった。懐中電灯を消したり、わざと別々に行動をしたり、音楽室も理科室もこわごわ覗いたのだけれど、結局何も出なかった。時間が悪かったのか、それとも工藤が、おら、幽霊出てこいやなどと怒鳴りながら探索していたせいだろうか。そうして俺らは幾分がっかりしながら、小学校のグラウンドに出るのだった。で、どうすんの？帰る？と俺は工藤に聞いた。工藤は明らかに不満そうな顔をして、いつの間にか拾ったらしい木の枝で、地面にガリガリ線を引いていた。黙ってその様子を眺めていると、工藤は地面に2メートル四方くらいの正方形を描いた。続いて、その図の中に十字線が引かれる。それは田んぼの田だ。工藤が顔を上げて俺の方を見る。その顔から不満そうな表情は消えて、ニニンと笑う。なあなあ、お前、あんた方どこさって知ってっか？いきなり聞かれ、俺は少しあたふたしながら、脳内のタンスからその単語の情報を引っ張り出した。知ってる。手まり歌だろ？まりつきながら、あんた方どっこさ、ひいごさ、ひいごどっこさ、熊本さ。わかったわかった。じゃあよ、あんどこって知ってっか？それは知らない、と俺が首を振ると、工藤は手にした木の棒で、今しがた地面に書いた図形、田んぼの田を指した。あんどこってのはな、この4つの四角の枠の中でな、リズムに合わせて飛ぶんだよ。右と左と基本は左右交互に飛んで、あんたがったどっこさのさの部分だけ一瞬前に飛んで戻る。いいか、よく見てろよ。どうやら手本を見せてくれるらしい。せーの。あんたがったどっこさ、ひいごさ、ひいごどっこさ、熊本さ、
熊本どこさ、千葉さ。大声を張り上げながら、工藤は自分で作った図の中を前後左右にぴょんぴょん飛び跳ねた。とまあ、だいたいこんな感じだな。わかったろ？と言われても、俺は首をかしげるしかない。こいつは一体何がしたいんだろうか。わかったのは、やはり工藤はとてつもなく音痴ということだけだ。今のがアンドコ。まあ、遊びだ遊び。へえ、で？もしかして、それを俺にもやれというのだろうか。しかし工藤の顔にはまさにそう書いてある。で？じゃねえよ。お前もやんだよ。二人でアンドコ。やだよ。なんで俺がそんなこと。なんでってお前、知らねえの？まあ、噂だけどよ。これ二人で目つぶってやったら、なんか別の世界に行けるんだとよ。およ？と思った。せっかく小学校に来たのだから、ただ単に昔を懐かしんで、子供の遊びをやろうというわけでもないらしい。それなら面白そうだということで、俺はそのアンドコをやることにした。工藤の説明によると、田んぼの田の形に区切られた4つのスペースのうち、まず2人がそれぞれ左斜めに相手がいるようにして立つ。それから目をつむり、暗闇の中で、あんた方どこさを歌いながら飛ぶ。スタートは左に。すべてを歌い終わり、ちょいとかくすのすで前に飛んで終了。そこで目を開ける。何が起こるのかはお楽しみ。注意事項として、歌を間違える、飛び方を誤る、相手にぶつかる、目を開けた時に田んぼの田からはみ出したら失敗。んじゃあ、行くぞ。ちょっと待って。なんだよ。いや、ちょっと気になったんだけどさ。アンドコが成功してさ、その工藤が言う妙な世界にもし行けたら、帰ってこれんの？すると工藤は、と笑い、知らねえ、と言った。おいおい。まあいいじゃねえか。さ、始めっか。目をつむれ。まあいいのかと思いつつも、俺は目をつむった。せーの。あんた方どっこさ。いて！いきなり間違えた。慣れないと意外に難しいのかもしれない。おいおいお前、ちゃんとやれって。ごめんごめん。次はさ。たっくよ。頭の中でシミュレーションする。交互に、さで飛ぶ。いっせーの。いて！一瞬間違えたのかと思って謝りかけたが、よく考えてみると俺は間違っていない。目を開けてみると、工藤が手刀をかざして、悪い悪い。次は本気で行くからよ。俺はなんでか急に馬鹿らしくなってきたが、あと一回くらいはやってみようかと思う。いっせーのせ。あんた方どっこさ。ひーごさ。ひーごどっこさ。熊本さ。熊本どっこさ。千葉さ。千葉山にはたぬきがおってさ。それを漁師が鉄砲で撃ってさ。煮いてさ、焼いてさ、食ってさ。それをこの葉でちょいと隠せ。前へ飛んで俺は目を開いた。四角の中にいた。成功だ。ちょっと誇らしい気持ちになって、工藤はどうかなと思い振り返った。だけどそこに工藤の姿はなかった。え？右を見て、左を見て、
もう一度右を見る。俺は、はぁ？と言った。すべてはこのためだったんだ。目をつむったままのあんどこ、などという凝ったことをさせておいて、工藤は歌の途中でこっそりと抜け出し、俺がおろおろするのを隠れて見て楽しむつもりだったんだ。工藤のやつめ。俺は何とかして工藤を見つけてやろうと思い、そこら中を注意深く見渡した。グラウンドに身を隠せるような場所は少ない。しかし工藤は見つからなかった。うまく隠れたものだ。そうして俺は持っていた懐中電灯で地面を照らした。グラウンドに工藤の足跡が残っているかも、そう思ったんだ。だけど足跡がなかった。おかしい。その時だ、違和感を覚えた。俺らはさっき前後左右に飛び跳ねていたはずだ。足跡はともかく、その飛んで着地した痕跡までない。地面に見えるのは工藤が描いた図形だけ。俺は2歩3歩と歩いてみた。足跡はつく。これはおかしくないだろうか。俺は辺りをもう一度見回す。誰もいない。風の音もしない。さっきまでは吹いていたはずだ。そういえば、虫の声も聞こえなくなった。おーい。おーい。俺はその場に飛び上がった。工藤を呼ぼうと叫んだ瞬間だった。まるでトンネルの中にいるかのように、俺の声が周囲にこだましたんだ。山彦ではない。ここは広いグラウンド。後ろに学校はあるが、何度も音が反響するなんて絶対におかしい。俺は途端に怖くなった。なあ、おーい。二度目、返事はない。俺の声だけがあたりにしつこくこだまする。ふと思い立ってポケットの中の携帯電話を取り出した。学校の中で遠藤からのメールも受信した。県外、確かにさっきまでは使えたんだ。学校の中で遠藤からのメールも受信した。別の世界。工藤が言った言葉をふと頭がよぎる。ここはもしかしてそうなのか。あんた方どこさ。ここはどこだ。小学校の入り口に目を向けた俺は、それに気がついてぎょっとする。発作的に走り出していた。学校の外には車が止めてあったが、鍵は持っていない。それよりも、この小学校は山を少し登った位置にある。ここに来るとき、小学校に入るすぐ前の道からは、下の町の夜景が一望できたのだが、そこは町を見下ろせる場所。俺は絶句する。町がなかった。いや、正確に言えば、遠目ではあったがそこに町はあった。ただしその町には、明かりがただの一粒も灯っていなかった。町が黒い。いくら深夜でもありえない光景だ。俺はその場にへたり込んでしまった。ようやく確信する。俺は異世界への扉を開けてしまったんだ。帰る手段は知らない。ゾワゾワとゆっくり足元から恐怖が這い上がってくる。どうしよう。俺は立ち上がって学校へと戻った。とりあえず何か考えがあったわけではない。あのままじっとしていても正気が保てるかどうか怪しかったんだ。学校の校庭、赤錆びた鉄棒、シーソー、回転灯。グラウンドの中央あたりに工藤が描いた図形。俺はその中に入って再びへたり込んだ。何をしていいのかわからない。工藤を探そうか。でも無駄な気がする。うわあ！俺は意味もなく叫んだ。こだまする。一体何なんだこの反響音は。俺はもっともっと叫びたい衝動を懸命に押し殺した。ダメだ。
冷静になれ。人は考えに考えた末、壁を避けて通ることを覚える。これは確か遠藤が気に入っていた言葉だ。考えなければアイデアは生まれない。考えろ俺。そこで一つ思い至る。俺が今座り込んでいるこの地面の図形。俺はこの図形からここに来たんだ。あんた方どこさによって。では同じことを繰り返せば元の世界に戻れるのではないか。がぜん元気になった俺は図形の中に立つ。目をつむる。せーの。飛ぶ、歌う、間違えないように慎重に。隠せ。どうだ、目を開く。風景に変わりはない。しかし静かだ。どうだ俺は戻れたのか。うわー。こだました。俺は戻れなかったようだ。それから何度かパターンを変えて試してみた。スタートの位置を変えてみたり、飛び方を変えてみたり、工藤のように音痴に歌ってみたり。けれども、いずれも効果はなかった。もしかして、二人ではなくてはダメなのか。一人ではダメなのか。一人、無音、暗闇、怖い。いかんいかん、冷静になれ。後頭部を叩く。考えろ、考えろ俺の頭。もしもだ、俺があんた方どこさによってここに来たとする。そうだとしたら、その歌詞になんかヒントが隠されていないだろうか。俺は、あんた方どこさの歌詞を頭の中でなぞってみた。肥後、熊本、千葉山。そこで俺はふと思い至る。あの歌詞の中で隠されていたのはタヌキだ。鉄砲で撃たれて、煮られて、焼かれて、木の葉で隠される。もしかして俺はタヌキ？だったら工藤は漁師だろうか。しかしそんなことに気づいてもどうにもならないのだった。足元からじわじわ上がってくる恐怖が膝を越えた。足が小刻みに震え出す。まずい。正気の俺に残された時間は割と少ないらしい。勘弁してくれ。俺だって怖がりなんだ。一人は怖い。いつもはどんな心霊スポットに行ってもそれほど怖くはない。なぜなら俺の隣には遠藤と工藤がいるからだ。そういえば今日は三人じゃなかった。それがいけなかったのかもしれない。遠藤が今日来れなかった。急にバイトが入ったと言った。けれど先ほど俺と工藤が学校の探索をしている時にメールが来ていた。その時の俺は廃校探索に夢中で、工藤からだと知っていただけでメール自体は見ていなかった。それを思い出した俺はポケットから相変わらず県外で役に立たない携帯を取り出した。操作をしてメール受信画面を開く。今どこにいる？それが遠藤からのメールだった。それが分かれば苦労しない、と俺は思った。そうして俺は足の震えとともに少しだけ笑った。このメールの内容、あんた方どこさじゃないか。あんた方どっこさ、ひーごさ、ひーごどっこさ。俺は無意識のうちに歌い出していた。そろそろ正気がやばい。立っていられなくなりそうだった。歌いながら、この足では周りをまたぐこともできないな、と思った。熊、え？足の震えが止まった。俺は気がついたんだ。その瞬間咳を切ったように走り出していた。そうだ。あんた方どこさ。そうだった。俺は走る。誰もいない学校に向かって。走りながらつぶやく。あんた方どこさ。ひごさ。ひごどこさ。そうだよ、あの歌はもともと。手まり歌じゃないか。
可能性は見当もつかなかった。客観的に見て、まるで高くないとは思う。何をどうすればいいのかもわからなかった。けれどなぜか確信できた。これが元の世界に戻るやり方だと。俺は小学校の校舎脇を走り抜け、裏手に回った。目当ての建物は校舎ではない。あった。体育館。入り口に鍵はかかっていたけれど、床近くにある通気口が一部壊れていたので、そこに体を滑り込ませて中に入った。暗い。懐中電灯をつける。しかし幽霊でもいいから出てほしい気分だった。体育館倉庫には幸運にも鍵はかかっていなかった。錆びついて重たい扉をスライドさせる。中にはここが小学校として機能していた頃の名残がそのまま置いてあった。俺の目当てはバスケットボール。ほぼ全部のボールが空気が抜けてしぼんでいたが、空気入れを見つけて、それを使ってボールに命を吹き込んだ。空気の入ったバスケットボールを持って、俺は体育館の中央に立った。床にボールを落とす。ダムと音がして勢いよく跳ねる。再び両手にボールを抱え、俺は目をつむった。深呼吸。いっせーのせ。あんたがったどっこさ、ひーごさ、ひーごどっこさ。歌い出すと同時にバスケットボールをつく。目をつむったまま。さの部分で片足を上げてボールの上を通過させる。ちなみに俺は元バスケット部だ。熊本さ、熊本どっこさ、千葉さ。心臓が鳴っていた。また足が震え出した。歌いながら自分を鼓舞する。もう少しだ。頑張れ俺。ちょいと隠す。最後に思いっきり力を込めてボールをついた。ボールは今までの最高速度で地面にぶつかり、俺の頭より高く上がったはずだ。そして俺は目をつむったまま、その場で足を軸に一回転した。意味はない。自分でハードルを上げただけだ。両腕を前に出す。この中にボールが落ちてくるのか。時間にすれば2秒はなかったと思う。でも長かった。腕の中にボールが落ちる感触はない。しかしいつまで経ってもボールが床に落ちる音もない。しばらくそのまま目をつぶっていた。開けるのが怖かったんだ。でも足の震えはいつの間にか止まっている。深呼吸。1回、2回。俺は目を開けた。バスケットボールが消えている。うわー。俺の声がこだまする。でもそれは体育館だったから当たり前だったんだ。そのことに俺が気がつくまでに相当の時間を要したけれど、耳を澄ませると外で鳴く虫の声がかすかに聞こえた。俺は携帯を取り出す。アンテナが一本立っていた。信じられないだろうが、携帯のアンテナが一本立っていたことに、俺は本当に飛び上がって喜んだんだ。その瞬間、俺の手の中の携帯が鳴った。遠藤からだった。俺は急いで出た。よう、ところでお前さ、今小学校にいるんか？遠藤の声。不覚にも泣きそうになりながらも、俺は、そうだよと大声で返事をし、若干惹かれた。ガンと体育館に凄まじい音が響いた。何事かと思って音の方を見ると、ちょうど体育館の裏口が蹴破られて、息を切らした工藤が中に入ってきた。そうして工藤は懐中電灯をこちらに向ける。こんなところにいやがった。マジでありえねえし。目開けたらいきなりいねえんだもん。
マジありえねえよ。まったくもう。そう言って工藤は、ああ、もう、疲れた。と体育館の床にだらんと寝そべった。電話の向こうで遠藤が何かを言っている。体育館の床の上で、ああ、疲れたよとうなりながら転がる工藤を見ていると、なんだかその気も失せた。俺は受話器に耳を当て直し、遠藤に向かって言う。とりあえず帰るよ。おう、そうか。それから帰りに遠藤の家に寄る約束をして電話を切った。そうして、まだ床でゴロゴロしている工藤を一発軽く蹴ると、実はボロボロ泣いていたやつを引っ張り起こして、二人で車まで戻った。運転席に座った工藤が鼻をすすりながらエンジンをかける。小学校から少し降りると街の夜景が見えた。助手席の窓から見たそれは、俺にとって今まで見たどんな夜景よりも綺麗だった。それは決して俺の目が涙で滲んでいたからではない。しかしながら自分で言うのもなんだが、不思議なことにこれだけの経験をしても、もうこりごりだとは思っていない。あんた方どこさ。どこでもいいよ。けれど次は3人で行きたいな、と思う。